のささやきの朗読やその日俺たちはもう何年も前に廃校となったとある小学校に来ていた。ここまで来る途中、山道はやけに長く感じられて、途中からは対向車どころか人の気配すらなくなっていた。ナビもまともに機能しなくなって、工藤が、あれ、この辺りのはずなんだけどなぁ、と何度も同じようなことを言いながら、車を走らせていたのを覚えている。舗装はされているはずなのに、ところどころ道は荒れていて、タイヤが小さく跳ねるたびに、車内に微妙な沈黙が生まれる。その沈黙を埋めるように、工藤だけがやけに楽しそうに喋り続けていた。いや、でも絶対あるって。こういうところに限ってさ。だから何がだよ。運転席の遠藤が前を見たままめんどくさそうに返す。廃校だぞ。しかも山ん中。何もない方がおかしいだろ。いや、普通は何もねえよ。俺は後部座席でそのやりとりを聞きながら、ぼんやりと窓の外を見ていた。昼間のはずなのに、木が覆いかぶさるみたいに道の上に伸びていて、ところどころ日差しが遮られているせいで、妙に薄暗い区間が続いていた。そのせいか、時間の感覚が少しだけ狂っているような、そんな気がしていた。ほら、あれじゃね？するとしばらくして、工藤が前方を指さした。木々の隙間から白くくすんだ建物が見える。近づくにつれてそれは2階建ての校舎だと分かった。マジであんのかよ。遠藤が小さくつぶやきながら車をゆっくりと止める。エンジンを切ると、さっきまで気にならなかった外の静けさが一気に入り込んできた。昼間のはずなのにやけに音が少ない。風は吹いているのに葉の擦れる音がどこか遠くに感じる。着いたな。工藤が嬉しそうにドアを開けた。そのまま俺たちも外に出ると、思っていたよりも空気が冷たかった。山の上だからかもしれないけど、それにしても妙に肌にまとわりつく感じがする。俺も外に出て、改めて校舎を見上げた。窓ガラスはほとんど割れていて、黒く口を開けた教室の中がそのまま外から見えている。校庭は草が伸び放題で、昔、ここで子供が遊んでいたとは思えないほど荒れ果てていた。で、何すんだよ。遠藤が車のドアにもたれながら言う。その顔は明らかに乗り気ではなかった。決まってんだろ。工藤が振り返っていつもの調子で笑った。七不思議だよ。やっぱりそれか、と俺は内心で思った。こういう場所に来ると、こいつは毎回同じことを言い出す。この学校さ、七不思議があるらしいんだよ。ただのじゃなくて、当たり付きのやつ。当たりってなんだよ。俺が聞くと、工藤は少しだけ声を落とした。7個のうち、一つだけやばいやつが混ざってるんだってよ。引いたら戻れなくなるとか、入れ替わるとか、まあいろいろ。軽く言っているけれど、内容は笑えなかった。遠藤はため息混じりに言った。はあ、くだらねえな。昼間だぞ。だからいいんだって。夜なんかより逆に不気味だろ。工藤はそう言いながら、さっさと昇降口の方へと歩き出した。おい、勝手に行くなよ。遠藤がそう言いながらも、結局その後を追った。俺も仕方なく続く。
昇降口のガラス戸は半分以上が割れていて、そのまま中に入ることができた。一歩足を踏み入れた瞬間、外とは違う空気に変わった。湿った木の匂いと埃、それにどこか古い水のような匂いが混ざって鼻の奥に残る。昼間のはずなのに建物の中はやけに暗かった。うわぁ、思ったよりちゃんとしてんな。工藤が周りを見回しながら言う。靴箱は崩れかけていて、床にはガラスの破片や砂が広がっている。歩くたびにジャリッと乾いた音が響いて、その音だけがやけに大きく感じられた。まず1個目な。工藤が振り返る。昇降口のやつ、ここに入るとき、誰もいないのに名前呼ばれることがあるらしいんだ。はいはい。遠藤が適当に返す。で、呼ばれたらどうなるんだよ。返事したらアウト。なるほどな。じゃあ呼ばれても無視すればいいわけだ。遠藤はそう言って何も気にした様子もなく奥へ進んだ。俺もその後を追いながらなんとなく背後に意識を向けていた。その瞬間だった。遠藤。すぐ後ろからボソッと声がした。あまりにも自然で、まるで最初からそこにいたみたいな声だった。反射的に振り返る。誰もいない。割れたガラス越しに昼の光が差し込んでいるだけだった。今の聞いたか？喉の奥が少し乾いたまま、俺は小さくそう言った。けれど工藤は不思議そうに首をかしげるだけで、何が？と聞き返してくる。遠藤も同じように、何も聞こえなかったけど、とあっさり言い切った。いやー。俺は言いかけてやめた。気のせいだったのかもしれない。そう思うことにした。廊下に出ると、外よりもさらに空気が重く感じられた。窓から光は入っているはずなのに、どこか薄暗い。音も不思議なくらい響いて、3人分の足音が必要以上に大きく聞こえた。その時はまだ、それを変だとは思っていなかった。ただの廃校で、ただの遊びで、少し雰囲気があるだけの場所だと、俺は本気でそう思っていた。でも今思えばあの時点で、もう何かは始まっていたんだと思う。廊下を進むにつれて、外の光は確かに差し込んでいるはずなのに、なぜか奥に行くほど暗く感じられた。窓は割れていて、昼の光は入っている。なのに、床や壁の色がくすんで見えるせいか、どこか薄暗くて、距離感まで少しおかしくなるような感覚があった。次ってどこだっけ？俺がそう聞くと、工藤はスマホを取り出して画面を見ながら答えた。3年2組、黒板のやつ。名前書くやつか。そうそう。遠藤がめんどくさそうに先を歩きながら、手で軽くドアを押し開けた。教室の中は思っていたよりも荒れてはいなかった。机と椅子はほとんど残ってはいないが、黒板だけはそのままの形で残っている。窓から差し込む光が斜めに伸びていて、その黒板だけが妙に浮いて見えた。これだな。工藤がそう言うと同時に、遠藤は床に落ちていたチョークを拾い上げた。書けばいいんだろ。おい、待てって。俺が止めるより先に、遠藤は黒板に向かっていた。キーッと乾いた音が教室に響いた。遠藤。白い文字がはっきりと浮かび上がる。はーい、終わり。遠藤はチョークを軽く放り投げて手についた粉を払った。
なんも起きねえじゃん。まあ、すぐにはな。工藤が笑いながら言う。俺はなんとなくその黒板を見続けていた。文字は普通に書かれているはずなのに、どこか落ち着かなかった。輪郭が微妙に歪んで見えるような、そんな違和感があった。でも、それが何なのかはわからない。ほら、次行こうぜ。工藤がそう言ってドアの方へと向かった。遠藤も特に気にした様子もなく、さっさと教室を出ていく。俺は一歩遅れて黒板に背を向けた。その時だった。背後で小さく擦れるような音がした。思わず振り返る。黒板が見える。そこにあったはずの文字はなぜか消えていた。まるで最初から何も書かれていなかったみたいに、きれいに。なあ。思わず声が出た。けれど、すぐにその声を飲み込んだ。遠藤も工藤ももう廊下に出ている。俺だけが立ち止まっていることに気づいて、慌てて後を追った。何してんだよ。遠藤が振り返る。いや、なんでもない。そう答えながらも、もう一度だけ教室の中を見た。だけどやっぱり何もない。さっきのは気のせいだと思うことにした。次は？俺が話を切り替えるように聞くと、工藤はすぐに答えた。理科室、人体模型のやつ。ああ、動くってやつか。目を離すと位置が変わってるってやつな。遠藤が軽く鼻で笑った。そんなわけあるかよ。理科室は廊下の奥にあった。ドアを開けると少しだけひんやりとした空気が流れてくる。中に入ってすぐそれは目に入った。人体模型、窓際に立っていてこちらを向いている。うわぁ。思わず声が漏れた。埃をかぶっているせいか、妙に現実感があって余計に気味が悪い。じゃあやるぞ。工藤が言う。一回目離して、もう一回見る。はいはーい。遠藤が適当に返す。三人で同時に視線を外した。数秒。いいか？いいよー。振り向く。人体模型はさっきと同じ場所にあった。ほらな、何もねえじゃん。遠藤が言う。もう一回やってみようぜ。そう言って工藤が笑った。もう一度視線を外す。数秒、そしてもう一度見る。その時だった。あれ？俺は思わず声を出した。人体模型の向きがほんの少しだけ変わっている気がしたんだ。さっきよりもほんの少しだけこちらを向いている。今動いたよな。俺がそう言うと工藤は首をかしげる。いや？遠藤は何も言わずじっとそれを見ていた。やがて工藤が軽く言って手を叩いた。さあ、次行こうぜ。廊下に出る。さっきよりも少しだけ静かな気がした。いや、静かすぎる。自分たちの足音だけがやけに響くんだ。次ってどこだっけ？開かない教室。工藤が答える。押しても引いても開かないやつだよ。まだあんのかよ。遠藤がぼやきながら歩く。その教室はすぐに見つかった。他のドアと違って妙に綺麗だった。まるで最近誰かが触ったみたいに。これか。工藤がドアノブに手をかける。回す。開かなかった。押してもダメ。引いてもダメらしい。
じゃあ無理じゃん。遠藤が言う。でもな。工藤が少しだけ声を落とした。この前に立つと中にいる感じがするらしいんだ。はいはい。遠藤はそう言いながらも一歩前に出る。ドアの前に立つ。そのまましばらく動かない。どうだ？俺が聞いた。遠藤は少しだけ間を置いてから、別に。そう言った。でもその声はほんの少しだけ低かった。その瞬間、ドンと内側から何かがぶつかる音がした。三人とも一瞬固まった。なあ、今の何？風だろ。工藤が言うが、明らかに声が硬い。そして遠藤はドアをじっと見ていた。さ、次行こうぜ。その一言で、俺たちはそこを離れた。廊下を歩きながら、俺はさっきの音のことを考えていた。風であんな音がするだろうか。そもそもこの学校の中に風なんてほとんど入ってきていない。あといくつだ？遠藤が聞く。3つ。体育館と階段と最後が昇降口。工藤が答えた。階段のやつってなんだっけ？踊り場の鏡。その言葉を聞いた瞬間、なぜか胸の奥が少しざわついた。理由はわからない。ただ、なんとなく嫌な感じがした。体育館に入ると空気が一気に広がる。天井が高くて声や音がよく響く。ここだな。工藤が中央まで歩いていく。音出すと遅れてもう一回鳴るってやつ。反響だろ。遠藤が言う。まあ、やってみろって。工藤が手を叩く。パンと乾いた音が響き、少し遅れて。パン。もう一度同じ音が鳴った。おー。思わず声が出る。確かに少し遅れている。もう一度。パン。パン。3回目。パン。パン。パン。今、俺が言った。3回ならなかったか？工藤と遠藤は顔を見合わせている。いや、2回だろ。2回だな。いや、俺は言いかけてやめた。また気のせいかもしれない。でもその気のせいが少しずつ積み重なっている気がした。体育館を出る。廊下に戻ると、さっきよりもさらに静かだった。次は階段だな。踊り場に鏡があるんだよ。その言葉を聞いたとき、さっき感じた嫌な感覚が、はっきりとした形になって胸に残った。コンクリートの段は、ところどころ欠けていて、踏むたびにギシッと鈍い音がする。昼間のはずなのに、上に行くほど光が届きにくくなっている気がして、自然と足取りが遅くなった。これか。工藤が小さくつぶやく。踊り場の壁際に、問題の鏡は立てかけられていた。縁は黒ずんでいて、ところどころひびが入っている。表面も完全に曇っていて、はっきりとした像は映らない。ただ近づけば、自分たちの輪郭だけがぼんやりと浮かび上がった。3人で並んでみると何か起きるらしいんだ。鏡の中に3人の姿がぼやけて映る。光の加減のせいか少し歪んで見えた。見えてるか？
俺が小さく聞くと、ああ、見える。工藤が答える。だが遠藤は何も言わなかった。ただじっと鏡を見ている。その時だった。一瞬、本当に一瞬だけ、鏡の中で遠藤の動きがわずかに遅れたんだ。なあ。低い声で遠藤が言った。今お前ら、言いかけて止まる。いや、なんでもない。そう言って遠藤は視線をそらした。なんだよ、気になるだろ。工藤が笑う。別にいいって。遠藤はそれ以上は何も言わず、そのまま階段を降り始めた。俺も何も言えなかった。今の違和感をうまく言葉にできなかったんだ。昇降口に戻る頃には、三人ともあまり喋らなくなっていた。空気が変わったわけではない。ただ、なんとなく口数が減っていて、無言の時間が長くなっていた。最後これか。工藤が靴箱の方を見ながら言う。来た時と違うってやつ。わかるわけねえだろ。遠藤が冷たく返す。俺も軽く見回してみたけど、正直違いなんてわからなかった。元の状態をちゃんと覚えていない以上、比べようもなかったんだ。まあいいだろ。工藤が肩をすくめる。全部回ったしな。じゃ、帰るか。遠藤が言った。その一言でようやく少しだけ肩の力が抜けた気がした。外に出る。昼の光が一気に目に入ってきて、さっきまでの空気が嘘みたいに感じられた。なのに不思議と安心感はなかったんだ。山道を下る。砂利を踏む音がザクッザクッと一定のリズムで続く。しばらくは誰も喋らなかった。やがて遠藤がふと足を止めた。なあ。ゆっくりと振り返る。その動きがほんのわずかに不自然に見えた。さっきの鏡。その言葉に胸の奥がざわつく。お前ら何も見てないのか。何もって？工藤が聞き返す。そして遠藤は少し黙ってから視線をそらした。いや、やっぱりいい。そう言ってまた歩き出した。その時だった。後ろの方で、ザッと足音が一つ遅れて鳴った。俺と工藤は同時に振り返った。だけど誰もいない。今の聞いたか？俺が言うと、工藤も小さくうなずいた。その瞬間、遠藤がゆっくりとこちらを振り返った。だけどその動きがほんのわずかに遅れていた。おい！喉の奥が引きつる。工藤も気づいたらしい。遠藤？遠藤は何も答えない。ただじっとこちらを見ている。離れろ。工藤が低く言った。あれ遠藤じゃねえ。次の瞬間、それの口元だけがぐにゃりと歪んだ。笑っている。でも、目は全く笑っていない。俺たち二人は反射的に後ずさった。心臓の音が一気にうるさくなる。逃げるぞ！工藤の声で我に返った。俺たちはその場から一気に駆け出した。校舎の中に戻る。さっきまでと同じはずの廊下。なのに空気がまるで違う。重くて、暗くて、息が詰まる。遠藤、どこにいるんだよ。工藤が答える。わからん。でもあれじゃねえのは確実だ。その時、おい、と
後ろから遠藤の声がした。振り返る。廊下の奥に遠藤が立っている。さっきと同じ姿、同じ顔。遠藤！思わず一歩踏み出した。だけど、行くな！それも違う！次の瞬間、遠藤の首がゆっくりと横に傾いた。それはありえない角度で。息が止まる。もう一度見たときには、もうそこには誰もいなかった。くそ。工藤が小さく吐き捨てる。その時、ガンと近くで音がした。見ると、あの開かない教室のドアがわずかに揺れていたんだ。中だ！工藤が言う。ドアノブをつかむ。回す。だけど開かない。壊すぞ！そう短く言って体当たりをした。1回、2回、3回目でバキって音を立てながらドアが開いた。中は暗かった。懐中電灯で照らす。だけど奥に人影があった。遠藤！駆け寄る。そこにいたのは壁にもたれて座り込んでいる遠藤だった。顔色が悪い。でも本物だとわかる。お前ら。遠藤がかすれた声で言う。どこ行ってたんだよ。それはこっちのセリフだよ。思わず声が出る。ずっと一緒にいたろ。だけど遠藤は首を振った。はあ？途中からお前らいなかったぞ。その言葉で背筋が冷たくなった。行こうぜ。工藤が言う。もういいじゃんかよ。俺たちは遠藤を支えて外へ出た。山道を下る。さっきと同じ道。でも、さっきとは何かが違う気がした。なあ。俺が口を開く。さっきの何だったんだよ。遠藤が少し黙ってから答えた。鏡だな。鏡？踊り場のやつ。遠藤は淡々と言う。俺、あの時見たんだよ。何を？お前らは普通に動いてた。でも、一瞬言葉を切る。俺だけ少し遅れていたんだ。背筋がゾッとする。だから気づいて口に出した。それがまずかったんだろうな。工藤が小さく息を吐く。当たりか。しばらく誰も喋らなかった。やがて俺は、ふと思ったことを口に出した。なあ、最初に遠藤のこと呼んだの、誰だったんだ？沈黙。遠藤も、工藤も答えない。やがて工藤が無理やり笑った。まあいいじゃん。三人とも無事なんだしさ。まあなあ。俺はそう返す。遠藤も小さくうなずいた。ああ。少しだけ空気が緩んだ。ざっと一歩分だけ遅れた足音が鳴った。誰も振り返らない。工藤が軽く笑って言う。ほらな、気のせいだって。俺は何も言わなかった。ただ、さっきからずっと気になっていることを口に出せずにいた。あの鏡に映っていたのは本当に3人だけだったのか。それを確かめる勇気は俺には最後までなかった。皆さんは異世界って本当にあると思いますか？テレビやネットでそういう話を聞いたことはあると思います。山の中で知らない場所に出たとか、気づいたら時間が飛んでいたとか、
私もそういう話は好きでした。ただ好きなだけで、実際にあるものだとは思っていなかったんです。少なくとも、あの日までは。これは私と友人のカナが体験した話です。そして多分、これはまだ終わっていません。あれは春の終わり頃でした。山の空気が少し重くなって、草や土の匂いが濃くなる、あの時期です。その日カナは一人で山に入っていました。山菜を取りに行くと言って。本当は私も誘われていたんです。でも仕事があって断ってしまいました。そして出かける前カナは、なんか変なの見つけたら連絡するね。と笑っていて、その軽い言い方がなぜか今でも妙に頭に残っています。カナは昔から少し変わったところがありました。怖い話とか立ち入り禁止の場所とか、普通なら避けるものに興味を持つタイプで、むしろそういう場所ほど自分から近づいていくような、そんな子でした。怖いってことはさ、何かあるってことでしょ？そう言って笑うのがあの子の癖みたいなものでした。昼過ぎにカナから一通だけメッセージが来たんです。ちょっと変なところ見つけた。それだけでした。私が、何それと返してもそれ以上は返ってきませんでした。既読はついていたのに、返信だけが止まっていたんです。私はその時は、電波が悪いのかなくらいにしか思っていませんでした。でもその後すぐに電話がかかってきました。出た瞬間に何か違和感があったんです。向こうはすぐには話さなくて、しばらくの間、ただ息の音だけが聞こえていたんです。それもやけに近くて、少し荒い呼吸でした。カナと呼ぶと、少し遅れて声が返ってきました。ねえ、今どこ？意味がわかりませんでした。山にいるはずのカナが、なぜか私の居場所を確認してきたんです。仕事中だけど、どうしたの？と答えたとき、小さく息を吐く音が聞こえました。よかった。安心したような、でもどこか焦っているような声でした。それからカナはポツポツと話し始めました。最初は本当に普通の話だったんです。山に入って山菜を探して、いつも通り歩いていたという話。でも途中で違和感に気づいたと言いました。音がしなくなったそうなんです。風はあるのに葉の揺れる音がしない。鳥の声も聞こえない。自分の足音だけがやけに響いて、それが少し遅れて聞こえてくるような、そんな感覚だったと。なんかね、変なの。その言い方が、いつもの調子と少し違っていて、そこで初めて私は、少しだけ真面目に話を聞き始めました。カナはそのまま進んでいったそうです。すると、見たことのない場所に出た。山肌がえぐれたようになっていて、その奥に洞窟があったと言いました。カナはその山に何度も来ていました。だからこそ、そんな場所にあるはずがないと、すぐに分かったそうなんです。そしてその洞窟の入り口には、太いしめ縄が張られていました。それは明らかに、入るな、と示しているのに、カナは少し迷った挙句、結局その中に入ってしまいました。洞窟の中は妙に静かで、乾いていたそうです。奥へ進むほど、時間の感覚が曖昧になっていく。どれくらい歩いたのかもわからなくなって、入り口の光も消えていった。その時に後ろに気配を感じた。そしてカナははっきりと言いました。誰かいるの。私は思わず、他の人じゃないの？と聞き返してしまったんです。でも少しの沈黙の後、カナは小さくはっきりと否定しました。違う。その一言で空気が変わった気がしました。そしてカナはゆっくりと振り向いたそうです。そこに女が立っていました。
白くてボロボロの服、長い髪、顔はよく見えない。でも確実にこちらを見ているのが分かったと言っていました。距離は近かった。逃げなければいけないのに体が動かなかったそうです。そして次の瞬間、その女が動いた。前触れはなかったそうです。気づいた時にはもう距離が一気に縮まっていた。カナは反射的に背を向けて奥へ向かって走りました。本当は入り口に戻るべきなのに、その時にはもうどちらが入り口なのかわからなくなっていました。後ろから迫ってくる気配だけがどんどん近づいてくる。足音は聞こえないのに、すぐ後ろにいるのがわかる。カナの呼吸が荒くなって、電話越しにその状況がそのまま伝わってきました。私は何もできず、ただ名前を呼ぶことしかできませんでした。カナ戻って、入り口に。そう言った時にカナが叫びました。どっちかわかんないの。その一言で背筋が冷たくなりました。そしてしばらくしてカナが言いました。光が見えた。少しだけ声が変わりました。助かったと思ったんだと思います。でもその直後でした。カナがはっきりとこう言ったんです。ねえ、これ、外じゃない。その瞬間に通話が切れました。そして何度かけ直しても繋がりませんでした。そこで私はやっと、これはただの冗談じゃないと理解しました。私はその日の仕事を途中で切り上げて、カナの家に向かいました。でもカナはまだ帰っていなかった。その時もう迷っている余裕はありませんでした。私はそのままカナが入った山へと向かいました。夕方になりかけていて、山の入り口にはほとんど人がいなかった。風の音だけがやけに大きくて、なぜかそれだけが耳に残っていました。一度だけ足を止めました。ここで引き返せば、多分全部なかったことにできる気がしたからです。でもその時ポケットの中でスマホが震えました。それはカナからでした。画面に表示されていたのはたった一言。まだ中にいる。そして私はそのまま山の中へと入りました。その時はまだ自分がどこに向かっているのかちゃんと分かっていなかったんです。山に入った時は最初は普通でした。足元には見慣れた土と落ち葉があって、踏むたびに乾いた音がする。風も吹いていて、木々が揺れる音もちゃんと聞こえていました。さっきまで聞いていた話が嘘みたいに、どこにでもある山の風景だったんです。それでもカナの言葉が頭から離れませんでした。音がしなくなる。その一言が妙に引っかかっていました。私はスマホを取り出して、もう一度カナに電話をかけました。でもやっぱり繋がりません。画面には圏外の表示が出ていました。そして少しだけ嫌な感じがしましたが、それでもまだこの時の私は行けば見つかると思っていたんです。カナが入った方向は大体わかっていました。何度か一緒に来たことがあったので、よく使うルートも頭に入っていました。だから私は迷うことなく奥へ進んでいったんです。しばらく歩いているうちに、ふと違和感を覚えました。最初は気のせいだと思ったんです。でも立ち止まって気づきました。音が減っている。さっきまで聞こえていた風の音が少し遠くなっている。葉が揺れる音もどこか鈍くなっている。その代わりに自分の足音だけがやけに残るようになっていました。一歩踏み出すたびに、ザッ、ザッと音がして、少し遅れて同じ音が返ってくる。まるで自分の後ろを誰かが同じように歩いているみたいに。そこでカナの言葉がはっきりと重なりました。なんかね、変なの。私はその場でもう一度後ろを振り返りました。
だけど誰もいません。当たり前です。ここに来る途中、他の人なんて一人も見ていません。それでもなぜかそのまま背を向けるのが嫌で、少しだけその場に立っていました。だけど結局何も起こるはずもなくて、私はまた前を向いて歩き出しました。もう引き返そうか、と一瞬だけ考えました。でもあのメッセージが頭に浮かんだんです。まだ中にいる。あれがただの冗談だとは思えませんでした。進むしかありませんでした。そしてしばらく歩いたところで景色が変わりました。見覚えのない場所だったんです。山の形が少しおかしい。本来あるはずの道がなくて、逆に見たことのない斜面が続いている。そしてその先にありました。洞窟です。カナが言っていた通り、山肌がえぐれたようになっていて、その奥に黒い穴が口を開けていた。近づいた瞬間、空気が変わったのがわかりました。冷たいわけではないのに重い。音がそこで途切れている。そしてその入り口には太いしめ縄が張られていました。私は間違いないと思いました。カナはここに入った。そう考えた瞬間、胸の奥がざわつきました。入るべきではないとはっきりとわかるんです。それでもここまで来て引き返すという選択はもう私には残っていませんでした。私はしめ縄の脇をくぐって中へと入りました。一歩踏み入れた瞬間、外の音が消えました。風の音も木のざわめきも何も聞こえない。自分の呼吸だけがやけに大きく響いていました。中は思ったよりも広くて奥へと続いている。足元は乾いていて滑ることもない。ただ妙に現実感が薄い。数歩進んだところで後ろを振り返りました。入り口の光がもう少し遠くなっている。たったそれだけなのに急に不安が強くなりました。戻るなら今だ。そう思ったのになぜか足は止まりませんでした。むしろ奥へ引っ張られるようなそんな感覚があったんです。そのまま進んでいくうちに時間の感覚が曖昧になっていきました。どれくらい歩いたのかはもうわかりません。入り口の光も完全に見えなくなっていました。その時です。背後に気配を感じました。そして一瞬で体がこわばりました。カナの話と同じだったんです。ゆっくりと振り向くか、それともそのまま進むか、判断ができませんでした。でもその迷い自体が遅かった。視界の端に何かが映ったんです。白いものがすぐ後ろにいた。私が反射的に振り向いた時には、もう目の前でした。それはあの女でした。白い、ボロボロの服。長い髪が顔にかかっていて、表情は見えない。ただ距離だけが異常に近い。私は一瞬で理解しました。これは見てはいけないものだと。その次の瞬間、女が動きました。走るというより、滑るように距離を詰めてくる。私は声も出せないまま、反射的に背を向けて走り出しました。奥へ、奥へと。完全にカナと同じ動きをしてました。戻るという発想が、その時にはもう消えていたんです。後ろから何かが来る。それだけで十分だった。走っている間、何度も背中に気配を感じました。すぐ後ろにいる。触られそうな距離にいる。でも振り返ることだけはできませんでした。それをしたら終わると、なぜかはっきりと分かっていたからです。どれくらい走っていたのか分かりません。息が上がって、足ももつれそうになって、それでも止まれなかった。その時前に光が見えました。カナと同じだと思いました。でも止まれなかったんです。私はそのまま光に向かって走りました。
近づくにつれて違和感が強くなっていきました。光なのに明るさが広がらない。影ができない。ただそこにあるだけの光。それでもその中に飛び込むしかありませんでした。次の瞬間、足元の感覚が変わりました。柔らかい。土でも石でもない。私は何歩かよろけて、その場で立ち止まりました。そしてゆっくりと顔を上げたんです。そこは山ではありませんでした。見渡す限りの草原が広がっていたんです。風は吹いているのに、草の揺れ方がおかしい。空の色もどこか濁っていて、現実の空とは思えませんでした。そして振り返ったら洞窟はありませんでした。逃げてきたはずの場所が跡形もなく消えていたんです。その時私はようやく理解しました。ここはさっきまでいた場所とは違う。そう思った瞬間、背中が一気に冷たくなりました。さっきまですぐ後ろにいたはずのあれはどこに行ったのか。いなくなったとはどうしても思えませんでした。むしろこう感じたんです。逃げ切ったんではない。もう追いかける必要がなくなっただけだと。その時に前の方に人影が見えました。それはなんとカナでした。少し離れた場所に立ってこちらを見ていたんです。カナ？私は思わず声を上げて、私はそっちへと駆け寄りました。カナはゆっくりと顔を上げました。でもその表情を見た瞬間、私は足を止めました。安心した顔じゃなかったんです。それどころか、怯えているように見えました。ただ妙に静かで、まるで何かを諦めた後のような、そんな顔をしていたんです。そしてカナは小さな声で言いました。来ちゃったんだ。その言い方があまりにも引っかかって、私は言葉を返せませんでした。その時気づいたんです。カナの後ろに誰かが立っていることに。白くてボロボロの服、長い髪、あの女でした。さっきまで追いかけてきていたはずのそれが、今は静かにカナのすぐ後ろに立っていました。距離はほとんど重なるくらいに近かったんです。それでもカナは振り向かない。気づいていないはずがないのに、まるで最初からそこにいるもののように何も反応しない。そしてゆっくりとこう言ったんです。ねえ、ここ帰り方違うから。カナのその一言で空気が変わった気がしました。帰り方が違う。意味はわかるはずなのにうまく理解できません。私はただその場に立ったままカナを見ていました。カナは少しだけ目線を落として、それからゆっくりと私の方に歩いてきました。後ろにいるあれから離れるように。でも離れていなかった。距離は変わっているはずなのに、あの女はずっとカナのすぐ後ろにいるように見えたんです。まるで位置が固定されているみたいに。私は思わず目をそらしました。見てはいけない気がした。そしてカナが目の前まで来て、小さな声で言ったんです。さっきの洞窟は、あれは入り口じゃないの。出る場所は他にあるの。その言い方が妙に落ち着いていて、逆に怖かったのを覚えています。そして私はようやく声を出しました。ねえ、どういうこと？ここってどこなの？カナはすぐには答えませんでした。少しだけ考えるように間を置いて、それからぽつりと。多分ね、境目。そう言いました。境目という言葉だけが妙に頭に残りました。理解できたわけではないのに、その言葉だけが妙にしっくりとくる。ここはどこかの別の世界で、その途中にある場所。そんな感覚だけがぼんやりと浮かんでいました。
帰れるの？そう聞いたとき、カナは一瞬だけ笑いました。それは安心させるような笑い方ではなくて、どこか引きつった、無理に作ったような笑い方でした。帰れるよ。そう言ってから少しだけ間を置いて、多分、と付け足しました。その多分がやけに重く聞こえました。そしてカナはそのまま振り返らずに歩き出しました。私は何も言えないまま、その後をついていくしかありませんでした。草原はどこまでも同じ景色が続いていました。歩いても歩いても何も変わらない。時間の感覚も距離の感覚もだんだん曖昧になっていく。それでもカナだけは迷いなく進んでいました。そしてどれくらい歩いたのかわかりません。ふとカナが足を止めました。その先にポツンと何かがありました。最初はただの影に見えましたが、近づくにつれて形が分かってきました。それは洞窟でした。あの入り口とよく似ているのに決定的に違う。しめ縄は張られていませんでした。その代わりに入り口の上から何かがぶら下がっていたんです。それは小さな人形のようなもの。風もないのにゆっくりと揺れていました。カナはそれをじっと見上げてから小さく言いました。ここ。私は思わず立ち止まりました。本能的に嫌だと思ったんです。あの洞窟とは違う意味で入ってはいけない場所だと感じました。でも私たちに他の選択肢はありませんでした。カナは振り返らないままその中へと入っていきました。そして私は少し遅れて後を追いました。中に入った瞬間、強い耳鳴りがしました。頭の奥を直接かき回されるような不快な音。視界が一瞬歪んで足元の感覚が消えました。そのまま意識が途切れかけて、そして気がつくと私は山の中に立っていました。それは見慣れた景色でした。風の音がして木が揺れて鳥の声も聞こえる。さっきまでの場所が嘘みたいに普通の山に戻っていたんです。少し遅れてカナも近くに立っていました。お互いしばらく何も言えませんでした。ただ、帰ってきたんだという実感だけがゆっくりと湧いてきました。そしてその日はそれで終わりでした。私たちは山を降りてそれぞれの家に帰りました。何事もなかったかのように。でも終わっていませんでした。その日を境にカナの様子がおかしくなりました。最初は些細な変化でした。ぼーっとしている時間が増えて、話しかけても反応が遅くなる。かと思えば、誰もいない方向を見て、小さくうなずいていることがある。私は何度か、大丈夫？と聞きました。カナはその度に、大丈夫と笑いました。でもその笑い方は前とは少し違っていました。ある日、カナの家に行った時のことです。カナは窓の外、山の方をじっと見ていました。声をかけてもしばらく気づかなかった。やっと振り向いたと思ったら、こう言ったんです。ねえ、まだいるよ。何がとは聞けませんでした。そんなの聞かなくても分かってしまったからです。その頃からカナの体調は急に悪くなっていきました。原因は分からなかったそうです。病院に行っても異常は見つからない。それなのにどんどん弱っていく。そして食事も取れなくなって声も出にくくなっていって。そして最後に会った時、カナはほとんど動けない状態でした。それでも私の顔を見ると少しだけ安心したように笑ったんです。そして消えそうな声でこう言いました。ねえ、私だけ帰ってきたと思ってるでしょ。
その意味を聞き返す前に、カナは目を閉じました。それが最後でした。そしてカナが亡くなった後、私は一度だけあの山に行きました。どうしても確認したかったんです。あの洞窟が本当にあるのかどうか。でも、見つかりませんでした。どれだけ探してもそんな場所はありませんでした。そして代わりに一つだけ変なものを見つけたんです。木の幹に太いしめ縄が巻かれていたんです。それはまるで何かを封じるみたいに。その時ふと気づきました。足音が聞こえたんです。後ろからゆっくりと。私が一歩も動いていないのに、もう一つの足音がぴったり同じ感覚でついてくる。振り返ることはできませんでした。あの時と同じで、それをしたら終わる気がしたからです。だから私はそのまま山を降りました。だけど今でも時々思うんです。あの時本当に帰ってきたのはどっちだったのか。そしてあの女は今もちゃんとついてきているのかもしれません。深夜11時、俺と遠藤と工藤の3人はその夜、地元では有名なとある自殺スポットに来ていた。俺らの住む町から2時間ほど車を走らせると太平洋に出る。そこから海岸沿いの道を少し走ると、ちょうどカーブのところでガードレールが途切れていて、崖が海に向かってぐんとせり出している場所がある。崖から海面までの高さは素人目で目測してだいたい50メートルくらい。ここが問題のスポットだ。もしもあそこから海に飛び込めば、下にある岩礁にかなりの確率で体を打ちつけて、すぐに天国に向けて U ターンできるだろう。そしてここは実際にたびたび U ターンラッシュが起きる場所でもあるらしい。道連れ岬。それがこの崖につけられた名前だった。俺らは近くのトイレと駐車場のある休憩箇所に車を止め、歩いてその場所へと向かった。そういやさ、なんでここって道連れ岬って言うんかな。俺は崖までのちょっとした上り坂を歩きながら、今日ここに俺と遠藤を連れてきた張本人である工藤に聞いてみた。知らね。工藤はそう言って、うははと笑う。遠藤はその隣であくびを噛み殺していた。まあでもな、噂だけどよ。ここに来るとなんか無性に死にたくなるらしいぜ。どういうこと？俺が聞いた話の一つにはさ、前に俺たちみたいに3人で、ここに見物しに来た奴らがいたらしいんだ。で、そいつらの中で、一人が突然変になって、崖から飛ぼうとしたんだとよ。で、それを止めようとしたもう一人も、巻き添え食らって落ちちまった。巻き込まれた奴はいい迷惑だな。遠藤が噛み殺し損ねたあくびと一緒に小さくつぶやいた。眠いのだろう。ちなみに、ここまで運転してくれたのは遠藤だ。そういうスポットに行くときはいつも、オカルトマニアの工藤が提案し、俺が賛同し、遠藤が足に使われるのだった。いや、実際いい迷惑どころじゃねえんだよな。実際死んだの、その止めに入ったやつ一人らしいんだ。はいと言ったのは俺だ。だってそれは理不尽と感じるしかない。飛ぼうとした人ではなくて、止めに入った人だけが死ぬなんて。詳しいことはそんな知らねえけどさ、多いらしいぜ。同じような事件。と俺。その同じような事件ってのは、どこまで同じような事件なんだ？興味が湧いたのか、遠藤が聞く。知らねえ。あんまり詳しく聞かなかったからな。お、
そこだよ。話しているうちに俺らはカーブのガードレールが途切れている箇所まで来ていた。そこから先は俺たちの乗ってきた軽自動車が横に2台ギリギリで止まれるほどのスペースしかなかった。近くに街灯があったけれど電球が切れているのか、中途半端な光量が逆に不気味さを演出していた。ザンと下の方で波が岩を打つ音が聞こえる。誰もいねえな。遠藤は心底つまらなそうだ。まあ、他の噂だと、崖の下に何人も人が見えるんだとか、手が伸びてくるだとか。と言いながら、工藤がガードレールをまたぐ。ガードレールの向こう側は安全ロープなども一切張っておらず、確かに、どうぞお飛びください、といった場所ではあった。おい工藤、危ないって。いきなり飛びたくなったらどうすんだよ。俺の忠告を無視し、工藤は崖の縁に立って下を覗き込んだ。おー、すげえすげえ。この野郎め、そのまま落ちてしまえばいいのに。死にたくなったら一人で飛べよ。遠藤はそう言って、崖に背を向ける形でガードレールに腰掛け、車から持ってきたジュースの入ったペットボトルに口をつけた。俺はというと、どうしようかと迷った挙句、一応ガードレールを乗り越えて、何かあった時にすぐ動けるように待機しておく。しばらくして、じろじろと海を覗き込んでいた工藤が急に立ち上がった。なんもねえな。なあ、ところでお前らさ、今死にたくなったりしてるか？どんな質問だよ、と思いながらも、俺は別にと首を横に振った。遠藤は工藤に背を向けたままで、死ぬほど帰りてー、と言った。工藤が自分の右手にしている腕時計で時間を確認する。でもよ、ここまで来て何も起こらないまま帰るってのもな。なあ、もうちょっと粘ってみようぜ。一人で粘っとけよ。冷たいこと言うなよ、遠藤。俺とお前の仲じゃんか。ほら、暇なら星でも見てろよ。死にたくなる。漫才コンビは今日も冴えている。というわけで、俺らは20分という条件付きで、もう少しだけここで起きるかもしれない何かを待つことになった。それから俺ら3人は並んでガードレールに腰掛け、崖側に足を伸ばして座っていた。俺はボケーっと空を見上げ、遠藤は腕を組んで目をつむり、工藤はせわしなく周りを見回している。やべ、俺ちょっくらトイレ行ってくるわ。10分くらい経った時、工藤がそう言って立ち上がって、車を止めた休憩所に向かって歩いていった。隣を見ると遠藤は、先ほどから目を閉じたまま、ピクリとも動かなかった。俺はまた空を見上げた。先ほど工藤が言っていた、この崖にまつわる話をふと思い出した。この崖に来ると、無性に死にたくなるというのは本当だろうか。今のところ自分の精神に変わりはない。道連れ岬って言うんだろ、ここ。実際隣から声がしたので、遠藤の声だと分かっていても、俺は驚いて実際腰が浮いた。何？いきなりどうしたん？いや、ちょっとな。近くにある街灯の光が遠藤の表情をわずかに照らす。遠藤は未だ目を開いていなかった。さっき工藤が言ってたろ？一人が飛ぼうとして、二人が落ちて、一人が死んで。なんかしっくりこなくてな。考えてたんだ。で、わかった？さあ、わからん。ただの尾ひれのついた噂話か。そもそも全部が超常現象の仕業っつうなら、
俺が考えなくてもいいんだがな。そうだね。遠藤が何に引っかかっているのかわからなかったので、適当に返事をしておいた。遠藤はそれ以降何も言わなくなった。本当に眠ってしまったのかもしれない。しばらく経って誰かの足音に俺は振り返った。工藤だ。工藤が坂の下からこちらに歩いてきていた。だいぶ長いトイレだったような気がする。俺は工藤が来たら、もうそろそろ帰ろう、と提案する気でいた。しかし歩いてくる遠藤の様子に、俺は、おやと思った。工藤はふらふらとおぼつかない足取りだった。どことなく様子がおかしい。俺は立ち上がった。おーい、工藤、どうした？俺の声にも工藤は反応しない。うつむいて、左右に揺れながら歩いてくる。おい。工藤は俺らのそばまで来ると、黙ってガードレールをまたぎ、俺と遠藤の横を通り過ぎた。表情はうつろで、その目は前しか見ていない。三角定規の形をした崖の先端。そこから先は何もない。工藤は振り向かない。悪ふざけをしているのか、工藤の背中、崖の先に続く暗闇、海。何かがおかしい。その瞬間、体中から油汗が吹き出た。おい、工藤！俺は工藤を引き戻そうと手を伸ばした。けれど、工藤に近づこうとした俺の肩を誰かが強く掴んだ。振り返る。それは遠藤だった。やめろ。遠藤の声は普通だった。いや、でも工藤が。あれは工藤じゃない。え？遠藤の言葉に、俺は崖の先端に立ち、こちらに背を向けている人物を見つめた。今は後ろ姿だが、あれはどう見たって工藤だ。さっきまで一緒にいた工藤だ。今は何時だ？遠藤が俺に向かって言う。その額にも油汗が浮かんでいた。答えろ。今は何時だ？遠藤は真剣な表情だった。俺はわけがわからなかったが、自分の腕時計を見て、11時40分と言った。だろ？だったらあれは工藤じゃない。俺は遠藤が何を言っているのかわからず、かといって俺の肩をつかむ遠藤の腕を振りほどくこともできず、ただ目の前の工藤らしき人間を凝視した。あれは工藤ではない？じゃあ誰だと言うんだ？時間がどうした？あいつが工藤だと思ったから伸ばした俺の腕、開いていた手のひら。迷いと混乱と疑心によって、俺は一旦腕を下ろした。その時目の前のそいつが振り向いた。首だけで180度ぐるりと。そいつは笑っていたんだ。顔の中で頬だけが歪んだ気持ち悪い笑み。それは工藤の顔で。その笑みで俺も分かった。あれは工藤ではない。そいつは俺と遠藤に気持ちの悪い笑みを見せると、そのまま首だけ振り向いたままの姿勢で飛んだんだ。あ！俺は思わず口に出していた。頬だけで笑いながら、そいつはあっという間に俺らの視界から消えた。何かが水面に落ちる音はしなかった。飛んだ。俺はしばらく唖然としていた。口も開きっぱなしだったと思う。突っ立ったままの俺の横を抜けて、遠藤が数十メートル下の海を覗き込んだ。何もいねえな。浮かんでも来ねえぞ。俺は何も返せなかった。遠藤はそんな俺の横をまた通り過ぎて、おい行くぞ。工藤は大丈夫だ。そう言ってガードレールをまたぎ、車を止めた休憩所への
下り坂を足早で降り始めた。俺もそこでようやく我に返り、崖の下を覗くか、遠藤についていくか迷った挙句、急いで遠藤の後を追った。遠藤、警察は？まだいい。遠藤は休憩箇所まで降りると、車を通り過ぎ、迷うことなく男子トイレに入った。俺も続く。トイレに入った瞬間、俺はハッとする。洗面所の鏡の前で、工藤がうつ伏せで倒れていた。俺は工藤がそこにいることがまだ信じられないでいた。たとえ工藤ではなくても、ついさっき工藤の形をしたものが、確かに崖から飛んだんだ。おいこら工藤！遠藤がかがみ込み、寝ている工藤の左側頭部を軽くノックする。三度目で工藤は目が覚めた。いて！何？てか、ここどこだ？工藤だ。紛れもなくこれは工藤だ。俺は確信した。急に、どっと安堵の気持ちが押し寄せてきて、俺は上半身だけ起こした工藤の背中を一発蹴った。いて！何？俺か？俺が何かしたんか？何かしたも何も、俺は工藤に何と説明したらいいものかと考えて、結局そのまま言うことにした。工藤が、工藤にそっくりな奴がな、俺らの目の前で崖から飛んだんだ。工藤は目をパチパチさせ、はぁ？嘘？マジかよ俺、死んだの？やっべえ、すっげえ見たかったのに、その場面。工藤だ。こいつは紛れもなく、工藤すぎるほど工藤だ。呆れて笑いが出るほどだった。おいお前ら、帰るぞ。遠藤が言った。そんな面白いことあったんだったら、まだいようぜ。俺だけ見てないの損じゃん。うるせえ、20分は経った。俺は帰る。俺の車で帰るか、ここに残るのかはお前ら次第だ。そう言って遠藤はトイレから出て行こうとした。けれど何かを思い出したように立ち止まり、ああ、そうだ、忘れてた。と独り言のようにつぶやくと、つかつかと洗面台の前に戻ってきた。ビシッと、深夜のトイレ内に異様な音が響いた。遠藤が手にしていたペットボトル。遠藤はその底を持ち、一番硬い蓋の部分をまっすぐ洗面所の鏡に叩きつけたんだ。蜘蛛の巣状に白い亀裂の入った鏡は、もう誰の顔も正常に映すことはない。俺と工藤は石のように固まっていた。遠藤は平然とした顔で鏡からペットボトルを離すと、俺ら二人に向かってもう一度、ほら、帰るぞ、と言った。俺と工藤は黙って顔を見合わせ、遠藤の命令に従って急いでトイレを出て車に乗り込んだ。結局警察は呼ばなかった。誰も死んでない。俺らは何も見てない。遠藤がそう言ったからだ。帰り道、後部座席でいろいろと騒いでいた工藤がいつの間にかに寝ているのに気づいた後、俺はそっと遠藤に聞いてみた。なあ遠藤、どうしてあれが工藤じゃないって分かったん？あれってどれだ？俺たちの目の前で飛んだ工藤そっくりなやつ。ああ。顔も、服装も、体格も、絶対あれは工藤だったと思う。どこで見分けたんかなって思ってさ。すると遠藤は、ハンドルを握っている自分の左手首を指さし、あいつの時計がな、左手にしてあったんだ。と言った。いつも工藤はな、右手に時計をつけるんだ。今日もそうだった。は？だからおかしいと思って注意して見てみたんだ。そしたらな、
文字盤が逆さだったんだ。1時20分。それだけだ。11時40分。1時20分。鏡合わせ。そうか。だから鏡を割ったんだ。ああ、いや、あれはただの鬱憤話だ。嫌なもん見たしな。はあ？遠藤は鬱憤話などするようなやつではないが、まあそれはいいとしよう。しかしまあ遠藤よ、お前は一体どんな観察力をしてんだ、と俺は思った。普通だったら気づかない。そんなところには目もいかない。絶対に。その証拠に、俺はあいつが工藤じゃないとわからなかった。でも本当に警察呼ばなくてよかったんかなと俺が言うと、遠藤は首を横に振った。俺らは何も見なかった。工藤は死んでない。それでいいだろ。確かに、それでいいのかもしれない。遠藤に言われると、そんな気がしてくるから不思議だ。それに、きっと死体は出ない気がする。あくまで俺の勘だけれど。しかしな、もしかするとあのまま手を伸ばしていたら、お前、逆に引っ張り込まれてたかもな。何気ない口調で、遠藤は恐ろしいことを言った。俺は一気に背筋が凍りついた。道連れ岬とはよく言ったもんだ。そう言って遠藤は大きなあくびをした。後ろで工藤が何か意味不明な寝言を言った。俺はブルッと一回体を震わした。生きててよかった。そういやな、俺今めっちゃ眠いんだけどよ。これ事故って道連れになったらごめんな。と遠藤が言った。多分冗談だろうが、俺はうまく笑えなかった。遠藤の運転する車は俺らの住む町を目指して、深夜に人気のない道を少しばかり蛇行しながら走るのだった。あれはまだ昭和に入る前の話だ。今みたいに道が整っているわけでもなく、山に入るというのはそれだけで一つ境を越えるようなものだった。村から見える山でも奥に入れば別の場所になる、そんな感覚が当たり前にあった時代だ。その当時まだ俺は若く、猟師としては見習いに毛が生えた程度だったが、その頃にはもう銃を持たされていた。一人で山に入ることは許されていなかったから、その日も村で長く猟をしている男に同行していた。その人の名前を呼ぶことはほとんどなく、皆はただ、あの人とだけ言っていた。そこで通じるくらいには山のことを知っている人だったんだ。山に入る前、その人は必ず同じことを言った。日が落ちる前には降りろ。理由は説明しなかったが、その言い方には妙な重みがあった。最初は、暗くなれば危ないという程度の意味だろうとずっと思っていた。だがその日は違った。山に入った瞬間から空気が妙に重かったんだ。湿っているわけでもないのに、肌にまとわりつくような感覚があり、音がどこか遠かった。風は吹いているはずなのに、葉の擦れる音が遅れて聞こえる。自分の足音だけがやけに浮いていた。しばらく歩いたところで鳥の声がしないことに気づいた。いつもならどこかで鳴いているはずの音が一切ない。その時、前を歩いていたその人が、静かすぎるな、と低くつぶやいた。それだけだったが、不自然な静けさがはっきりと意識に残った。やがて、ぬかるんだ場所に出た。前日の雨で土が柔らかくなっている。そこで足跡を見つけた。
はっきりと残っていて、まだ新しかった。獣のものだとすぐに分かったが、見た瞬間に違和感があった。大きさの割に沈みが浅く、どう見ても軽すぎる。試しに自分の足を横に並べてみると、自分の方が深く沈んだ。ありえないとは言い切れないが、納得もできなかった。顔を上げると、その人はすでに先へ進んでいた。気づいていないはずがないのに何も言わない。俺は結局何も聞けないまま後を追った。足跡は途切れることなく続いていた。その並び方が妙に整えすぎていて、逃げているというよりも奥へ誘っているように見えた。どれくらい歩いたのかわからなくなった頃、さらに静けさが深まっていた。その中で、かすかな擦れるような音が混じり始めたんだ。最初は気のせいかとも思ったが、歩くたびにどこかで鳴る。足を止めると消え、動き出すとまた聞こえる。まるで、こちらに合わせて動いているようだった。その時、その人が手を挙げて合図を出した。視線の先に、それがいたんだ。木々の間の少し開けた場所に影のように立っている。最初は猿かなと思ったが、すぐに違うと分かった。大きすぎる上に肩の張り方が妙に人間に近い。立ち方もどこか不安定だった。さらに異様だったのは影だった。地面に落ちたそれは不自然に長かったんだ。尾のようにも見えるが太さが合わない。何かを引きずっているような重さがあった。無意識に銃を構える。だけどその人は何も言わなかった。止められないまま俺は引き金を引いた。銃声が山に響く。確実に当たったという感触はあったが、同時に違和感が走った。肉に生える柔らかさではなかったんだ。何か硬いものに当たったような鈍い衝撃だった。しかもそれは倒れなかったんだ。一瞬止まっただけでゆっくりとこちらを向いた。目があったと感じたんだ。その目は獣のものではなかった。ただはっきりとこちらを見ていた。次の瞬間、それは林の奥へと消えていった。逃げたというより抜け落ちたように消えたんだ。しばらく動けなかったが、その人が無言で歩き出した。撃った場所へと向かっている。そこには黒く重たい血が残っていた。量も少なかった。だが足跡がなかった。あれだけあったものがどこにもない。血だけが不自然に続いている。その人は、行くぞ、とだけ言った。俺はためらいながらもその後を追った。その時はまだ仕留め損ねた獲物を追っているつもりだった。だが血の跡は次第におかしな位置へ移っていった。地面だけではなく木の幹にもついている。やがてそれは上へと続いていた。見上げると暗い枝の間に消えている。俺はその時に理解した。これは普通の獲物ではない。撃ってはいけないものに手を出してしまった。そう思った瞬間だった。上から擦れるような音がした。風もないのに枝が揺れた。見えないままそこにいる。その気配だけがはっきりと残っていた。上で鳴っていた音はしばらく消えなかった。枝の上を重たい何かがゆっくりと移動しているような、そんな気配だけが続いていた。見上げても姿は見えないが、確実にそこにいるとわかる重さだった。やがて音が途切れ、揺れていた枝も静まり返った。だが、気配そのものは消えていなかった。見えない場所へ移っただけだと、そうはっきりとわかる感覚だけが残っていた。しばらく誰も動けなかったが、その人が何も言わずに歩き出した。
血の跡はまだ続いている。途切れることなく奥へ伸びており、逃げた者の跡というよりも、こちらを誘うように先へ続いているように見えた。俺は無言でその後を追う。さっきまで上にいた者が今どこにいるのかわからないまま。しばらく進むと血の跡が再び地面へ戻っていた。だがその様子は明らかにおかしかった。足跡があった。だがそれは4つではなく2つだった。人間のように交互に並んでいるが形が違う。指が長く地面を引っかくように伸びていた。しかも一歩ごとの間隔が妙に広く、無理に伸ばしているような不自然さがあった。見ているだけで体の構造がおかしいとわかる足跡だった。さらにその横に細い線が続いていた。地面をずっと吸っているような、そんな跡だった。何かを引きずっている、そうとしか思えなかった。思わず足を止めると、その人も立ち止まっていた。その人はしばらく後を見てから低くつぶやいた。混ざってるな。その言葉の意味ははっきりしなかったが、一つのものではない何かが重なっている感覚だけが残った。再び歩き出すと、山の奥へ入るほど景色が歪んで見えてきた。同じような木ばかりのはずなのに、位置関係が狂っているように感じる。同じ場所を回っているような感覚が消えなかったんだ。時間の感覚もはっきりとしなくなっていった。やがて開けた場所に出る。そこに古びた小屋があった。壁は崩れかけ、屋根も傾いてはいるが、完全に朽ちてはいなかった。それはかつて人が使っていた気配が残っていた。するとその人は迷わず中へと入っていき、俺も続いた。中は暗く、埃は積もっているが荒れてはいなかった。生活の跡のようなものがわずかに残っている。ただ放置された場所のようにも見えた。奥の壁には古い紙が貼られているのが見えた。近づくと手書きの文字が並んでいた。墨がにじんで読めない部分も多かったが、いくつかの言葉だけは分かった。山のもの、混じり、打つな。そして、猿、虎、蛇。その三つを見た瞬間、今までの違和感がつながった。木の上、地面の跡、あの影。別々に感じていたものが一つの存在としてまとまった。そしてその人が低く言った。昔からいるらしいんだ。一つじゃない。だが一つになるんだ。それだけで十分だった。それ以上聞かなくても理解してしまったんだ。それはゆっくりとした足音だった。一歩ずつ確かめるように近づいてくる。間の長い不自然な歩き方だった。それはやがて小屋の前で止まった。息を潜めると音も止まる。次の瞬間、床の下から音がした。地面を擦るような重たい音だった。足音は動いていないのに、それとは別に何かが張って動いている。別々に動いている。その違和感がはっきりと形になった。やがて音は小屋の周りを一周し止まった。静けさが戻る。だが気配は消えていない。すぐ外にいる。見えないだけでそこにいる。そうわかる距離だった。その時、外から声がした。低く、かすれた声だった。なんで撃った？それは、はっきりとした人の言葉だった。そして続けて声がした。見てたぞ。息を止めたまま動けなかった。その瞬間、俺は理解してしまった。
あれは獣ではない。最初から獲物ではなかったんだ。声が止んだ後、小屋の外は再び静かになった。だがその静けさは何もいないからではなかった。そこにいるものが動かないだけの静けさだった。気配だけがすぐ外に張り付いている。どれくらい時間が経ったのかわからないまま息を潜め続けた。やがて足音がゆっくりと遠ざかっていった。一歩ずつ確かめるように山の奥へと戻っていく音だった。それでもすぐに動く気にはなれなかった。完全に音が消えてからその人が小さく息を吐いた。はあ、出るぞ。とだけ言って立ち上がった。外に出ると空気がわずかに軽く感じられた。だが安心できるようなものではなかった。あれがいなくなったわけではなく、ただ見えない場所に移っただけだと分かっていた。血の跡はまだ続いていた。小屋の裏手からさらに奥へと伸びている。その人は迷わず歩き出し、俺も後を追った。さっきの声が頭から離れなかった。山の奥へ入るほど現実感が薄れていく。どこにいるのか、何を追っているのか曖昧になる。やがて血の跡が何もない場所で途切れた。周囲を見ても続きはどこにもない。終わったのかと思った。その瞬間だった。背後で気配が動いた。振り返ると、そこにそれがいたんだ。最初よりもはっきりと見えた。顔は猿に近いが、その目には意志があった。人間のようにこっちを見ていたんだ。体は大きく、虎のような筋肉のつき方をしている。だが胴が異様に長い。その下に尾ではないものが伸びていた。地面に沿って重くうねっている。それは蛇のようなものが体の一部としてつながっていた。一つの生物とは思えない姿だった。それは動かず、ただこちらを見ていた。あの時と同じ目だった。撃たれたことを覚えている目だった。その人がゆっくりと銃を構える。だが引き金は引かなかった。撃てばどうなるか分かっていたのかもしれない。そしてしばらく睨み合いが続いた。やがてそれが一歩近づく。上半身は歩き、下のそれは遅れて這う。別々のものがつながっているような動きだった。距離が縮まる中、その人が低く言った。目をそらすな。その一言で目を離せないと分かった。恐怖で動けないままそれを見続けた。やがてそれは動きをやめて、次の瞬間、ふっと消えた。そこにあったはずのものが何もなくなる。それは最初と同じ消え方だった。その直後、上で枝が大きく揺れた。何かが落ちてきた。すぐ横に叩きつけられるように。それは人だった。見覚えのある着物を着ていた。村の人間だったんだ。だが様子がおかしかった。目が合う。するとその口がゆっくりと動いた。見てるぞ。さっきと同じ声だった。次の瞬間、動かなくなった。完全にただの死体になった。だけど何が起きたのか、俺には理解できなかった。だが一つだけ分かったことがある。あれは姿を変えるんだ。そして見たものの中に混ざる。そういうものだった。その人はすぐに背を向けた。そして、戻るぞ。とだけ言った。もう追わない、関わらない、それしかなかった。山を降りる間、何度も気配を感じた。後ろ、横、
そして上から。だが振り返ることはできなかった。見た瞬間、終わる気がしたからだ。ようやく村が見えたとき、息を吐いた。だが安心はできなかった。村の入り口で何人かがこちらを見ていた。その視線はどこかおかしかった。そして一人の年寄りがつぶやいた。撃ったのか？何も言えなかった。それで十分だったらしい。年寄りはゆっくりとうなずく。覚えられてしまったな。そう言った。その意味はその夜に分かった。眠っていると外から音がしたんだ。家の外、屋根の上だった。擦れるようなあの音だったんだ。ゆっくりと何かが動いている。山で聞いた音と同じだ。息を潜めていると音が止まった。その直後、すぐ上に気配を感じる。板一枚、隔てた向こうにいる。あの距離のまま、そこにいるんだ。俺はそのまま動けなかった。そして朝まで耐えた。すると音はやがて消えた。だが、それで終わりではなかった。それ以来、完全に消えたことはない。山に入っていなくても関係ないんだ。夜になるとどこかで音がする。見えない場所から近づいてくるんだ。あれはまだいる。そして覚えている。あの一発を。終わっていないのは俺の方なんだ。深夜11時を少し回った頃だったと思う。俺と工藤と遠藤の3人は人気のない峠道を車で走っていた。街灯はほとんどなく、ヘッドライトに照らされたアスファルトだけがやけに白く浮かび上がっている。ガードレールの向こうは完全な闇で、どこまで落ちているのかもわからない。運転席には遠藤がいて、いつも通り無駄なことは一切喋らず、ただ静かにハンドルを握っている。助手席の俺はぼんやりと前を見ていて、後部座席では工藤が靴を脱いで、だらしなく足を伸ばしていた。そんな単調な時間がしばらく続いた後、不意に工藤が思い出したように声を上げた。なあ、この先なんだけどさ、有名なところあんだよ。どうせろくでもない話だろうと思いながら、俺は軽くため息をついてから少しだけ振り返った。またその流れかよ。どうせ心霊スポットだろ。俺が半分呆れたように言うと、工藤は待ってましたとばかりに口元を緩めた。正解。峠道の途中にさ、一軒だけ家があるんだわ。周りに何もないのに、そこだけポツンと。その言い方が妙に具体的で、俺はなんとなく前方の暗闇に視線を戻した。遠藤は何も言わないが、ミラー越しに一瞬こちらを見た気がした。工藤はそのまま楽しそうに話を続ける。昔そこで無理心中があったらしくてさ、夜中に行くと子供の霊が出るって話なんだ。ありがちな内容だなと思いながら、俺は軽く肩をすくめた。まあ、よくあるやつだな。すると工藤は少しだけ声のトーンを落として、わざと間を置いてから続けた。でもさ、それだけじゃねえんだよ。入られるらしいぜ。は？俺が思わず聞き返すと、工藤は面白がるように言葉を重ねた。体乗っ取られるってやつ。ほら、映画とかでもあるだろ。冗談だと分かっていても、運転中に聞く話としては、あまり気分がいいものではなかった。俺は小さく息を吐いてから前を向いた。
やめろって。遠藤が事故ったらどうすんだよ。その名前を出されて、工藤は前に身を乗り出しながら、運転席の方へと声をかけた。大丈夫だよな、遠藤。遠藤は一瞬だけミラー越しにこちらを見て、すぐに前へと視線を戻した。その話はやめろ。短い一言だったが、それ以上は何も言わせない空気があった。工藤は、はいはい。と笑いながらシートに背を預けると、まだ話し足りない様子で続けた。でもさ、こういうのってビンタとかしたら戻るんじゃね？ほら、ドラマとかでよくあるじゃん。その軽口に、俺は呆れたように笑いながら首を振った。そんな都合よくいくかよ。すると、そのやりとりにかぶせるように、遠藤がぽつりとつぶやいた。役割が残ってるなら戻らないぞ。その言葉に少しだけ引っかかりを覚えて、俺は聞き返そうとした。けれど遠藤はそれ以上は何も言わず、ただ前を見たままハンドルを握り続けていた。しばらくして遠藤が小さく口を開いた。この辺だな。それに合わせて車の速度がゆっくりと落ちていく。後部座席で工藤が身を乗り出した。ほら、もうすぐ見える。俺もつられて前を見た。その時だった。道の脇にポツンと家があった。本当にそこだけ切り取られたみたいに周囲の闇の中に浮かんでいる。街灯もないのになぜか輪郭だけははっきりと見えた。それは古びた木造の家で窓は暗い。人の気配なんてあるはずもない。なのに俺は思わず小さく声を漏らしていた。なんか見えなかったか？何が？工藤が覗き込む。そして俺は少し迷ってから答えた。窓、今一瞬だけ誰か動いた気がして。そう言いながらも自分でも曖昧だと思った。もう一度見てもそこには何もない。ただの暗い窓だ。気のせいじゃねん？工藤はあっさりと言った。遠藤は何も言わない。ただ、ほんの少しだけブレーキを踏みながら、その家の前をゆっくりと通り過ぎていく。通り過ぎるその一瞬、妙な感覚があった。見られているとかではない。もっと近い、中に引き込まれそうな、そんな感じ。思わず息を止めたが、何も起きない。そのまま車は家を通り過ぎていった。数秒の沈黙の後、後ろから工藤の声がした。なあ、どうする？戻るか？振り返ると楽しそうに笑っている。せっかく来たんだしさ、通っただけって一番つまんなくねえか？俺は少し考えてから前を向いたまま言った。いや、もういいだろう。だが工藤は引かなかった。いやいや、こういうのは降りてなんぼだろう。外から見るだけでもいいからさ。その言い方に少しだけ間が空いた。遠藤は何も言わない。ただ、ハンドルを握ったまま前を見ている。やがて小さく息を吐いた。たくよ、降りるだけだぞ。その一言で決まった。マジで？よっしゃ！工藤が嬉しそうに身を起こした。車はゆっくりと減速し、さっきの家の少し手前で止まった。エンジンが切られると、さっきまで当たり前にあった音が一気に消えて、妙な静けさだけが残る。ドアを開けて外に出た瞬間、空気がやけに冷たく感じた。風はないのに、肌にまとわりつくような冷たさだった。目の前にはあの家。近くで見ると、さっきよりもずっと現実的で、そしてどこか不自然だった。古びた木の壁、閉じられた窓、そして玄関の扉が少しだけ開いている。
それに気づいた瞬間、工藤が小さく笑った。はは、開いてんじゃん。お出迎えってか。やめろって。俺は思わずそう言ったが、視線は扉から離せなかった。遠藤は黙ったまま、その隙間をじっと見ている。そして少しの沈黙の後、工藤が振り返った。なあ、入るか？軽い調子だったが、その目は完全に好奇心に引っ張られていた。俺は一瞬だけ迷った。けれど、ここまで来て引き返すのも妙な気がする。5分だけな。俺がそう答えると、工藤が満足そうに笑った。遠藤は何も言わなかったが、そのまま玄関へと歩き出した。扉に手をかける。軽く押すと、ギーッときしむ音を立てながら、ゆっくりと開いた。中は暗い。懐中電灯で照らすと、普通の家だった。靴箱があって、廊下があって、生活の跡がそのまま残っている。普通だな。俺が小さくつぶやくと、いやいや、こういうのが一番出るんだよ。そのまま、何の躊躇もなく、リビングへと入っていった。俺と遠藤も後に続いた。リビングに入った瞬間、妙な違和感を覚えた。テーブルの上に食器が並んでいる。きちんと整えられた3つの皿。その時だった。テレビがプツッと音を立ててついた。3人同時に振り向く。砂嵐ではない。普通に番組が流れているんだ。誰もいないのに。え？電気来てんのかよ。工藤がつぶやいた。でも俺はそれどころではなかった。視線はずっとテーブルの上にあったんだ。なあ、これ。思わず声が出る。遠藤が静かに聞き返した。どうした？俺はゆっくりと言葉を選んだ。家族で3つっておかしくないか？一瞬の沈黙。その後工藤が軽く笑った。じゃあ俺、子供な。何気ない一言だった。ただの冗談のはずだった。でもその瞬間、テレビの音がふっと小さくなった。そしてどこかから小さな声が聞こえた。お母さん？その声は確かにこの家の中から聞こえた。お母さん？その声がはっきりと耳に届いた瞬間、俺たちは3人とも動きを止めた。テレビはついたまま、誰も見ていないのに番組だけが淡々と流れている。さっきまでただの古い家に見えていた空間が急に別の場所に変わったような感覚があった。最初に口を開いたのは工藤だったが、その声にはさっきまでの軽さが少しだけ残っていなかった。今の誰だよ。冗談っぽくは言っているが、明らかに様子を探っている言い方だった。遠藤は何も答えず、ゆっくりと視線だけを動かして部屋の中を確認している。その動きには無駄がなく、むしろ状況を測っているように見えた。俺は思わず天井の方を見上げながら小さく言った。上か？そう口にした瞬間だった。ギシッと古い木がきしむような音がはっきりと2階から響いた。3人同時に視線が上へ向く。その短い沈黙の後、遠藤が低くつぶやいた。いるな。その一言で、さっきまで曖昧だった何かが一気に現実味を帯びた。やめとけって、普通に。俺はそう言ったが、自分でも声が少しこわばっているのが分かった。だが、工藤はその言葉を聞き流すように、すでに廊下の方へと体を向けていた。ちょっとだけ見てくる。
おい。止める間もなく、工藤はさっさと部屋を出て行ってしまった。足音が廊下に響き、やがて階段を登る音に変わる。ギシッ、ギシッと古い家特有の音が妙に大きく聞こえた。遠藤は小さく息を吐くと短く言った。行くぞ。結局俺たちも後を追うしかなかった。2階へ上がると1階よりもさらに暗く感じた。懐中電灯の光が届く範囲だけが現実で、その外側はすべて何かが潜んでいそうな気配を帯びている。廊下の奥に扉の開いた部屋が一つだけあった。その前で工藤が立ち止まっている。背中越しに見てもわかるくらい不自然に静止していた。おい、どうした？俺が声をかける。すると工藤はゆっくりとこちらに振り返った。その顔を見た瞬間、思わず息が詰まった。笑っているんだ。だがそれはいつもの工藤の笑い方ではない。口元だけが歪んでいて、目だけが全く笑っていないんだ。なあ、工藤が言う。声がわずかに高い。ここ、子供部屋だって。その言葉に背筋がじわりと冷たくなった。戻ろうぜ。俺は反射的にそう言ったが、足はその場から動かなかった。工藤はそのまま何の迷いもなく部屋の中へと入っていく。結局、俺たちも続いた。部屋の中は思っていたよりも普通だった。小さな机に本棚、床には古びたおもちゃがいくつか転がっている。ただ、妙に生活感が残りすぎているのが逆に不気味だった。そして壁に一枚の絵が貼られているのが目に入った。それはクレヨンで描かれた子供の絵。父親、母親、子供。3人並んで笑っている。3人か。俺は無意識にそうつぶやいていた。その時隣で遠藤が静かに言った。違う。は？よく見ろ。言われてもう一度目を凝らす。最初は気づかなかった。でもよく見ると母親の横にもう一人分のスペースがある。線はぐちゃぐちゃに塗りつぶされていて、まるで消されたみたいになっている。これ。言葉が詰まる。一人消えてる。その瞬間だった。コツンと後ろで小さな音がした。振り返る。廊下の暗闇。誰もいない。それなのに、コツコツと小さな足音がこちらに近づいてくる。音だけがはっきりと。来るぞ。遠藤の声が低く落ちた。その時すぐ横で工藤がぽつりとつぶやいた。ねえ。ゆっくりとこちらを見る。その目はもう完全に別のものだった。ねえ、お母さんどこ？違う。俺は思わず叫んでいた。俺じゃねえ。その瞬間、空気がピンと張り詰めた。そして工藤の表情が一瞬だけ歪んだ。なんで？低い声だった。さっきまでの甘えた響きとは違う、どこか冷たい声。なんでいないの？コツ、コツっと足音が止まる。ちょうど部屋の入り口のあたりで。見えないのにわかる。そこにいる。降りるぞ。遠藤が短く言った。ここはまずい。俺は黙ってうなずいて工藤の腕を掴んだ。冷たい。さっきまでの体温ではない。行くぞ。強引に引っ張ると一瞬だけ抵抗された。
その時、遠藤が一歩前に出て、はっきりと言った。そいつは母親じゃない。その言葉が空気を切る。何かがほんのわずかに揺れた気がした。その隙に工藤の体から少し力が抜けた。俺はそのまま腕を引いて部屋の外へと飛び出した。階段を駆け下りる。後ろから足音がついてくる。コツ、コツ、コツ、と、さっきよりも早く。1階に降りると同時に玄関が視界に入る。出るぞ。その瞬間だった。リビングのテレビがバチッと音を立てて画面を切り替えた。思わず振り返ってしまった。そこに映っていたのはさっき見たあの家族の絵だったんだ。ぐちゃぐちゃに塗りつぶされていた部分がゆっくりと形を取り戻していく。息が止まった。その時後ろから何かが伸びてきた。それは小さな手が工藤の服をしっかりと掴んでいたんだ。遠藤が低くつぶやいた。まだ足りてないんだ。遠藤の低い声がはっきりと耳に残った。その言葉の意味を考えるよりも先に目の前の現実が動いた。工藤の体がぐっと後ろに引かれた。俺は反射的にその腕を掴んだ。だけど振り返るがそこには誰もいなかった。それなのに確実に何かが工藤を引いている。床の上にずるりと擦れるような跡が伸びていく。離すなよ。遠藤が叫んだ。それは今まで聞いたことがないくらいはっきりとした強い声だった。そいつを渡すな。わかってるよ。俺も叫び返しながら必死に工藤を引き寄せた。だが力が強い。見えない何かが確実に向こう側へと引き込もうとしている。その時工藤の口がかすかに動いた。やだ。小さな声だった。それはさっきまでの求める声とは違う。もっと切実でどこか泣きそうな声。やだ、やだよ。その一言で背筋が凍った。さっきまで迎える側だったものが今は残される側になっているんだ。やだ、言っちゃやだ。その声は俺たちに向けられているわけではなかった。まるでこの家に置いていかれそうな何かが必死にすがっているみたいだった。そういうことか。遠藤が低くつぶやいた。その視線は工藤ではなく家の奥の暗闇を見ている。最初から足りなかったんじゃない。は？どういうこと？俺は思わず聞き返した。すると遠藤は短く言った。一人、外に出てるんだ。俺はその言葉で理解してしまった。この家は家族を作る場所ではない。元に戻そうとしている場所だ。欠けたまま終わった家族を無理やり揃えようとしているんだ。工藤！俺は叫んだ。お前はそっちじゃねえ。戻れ！その声にほんの一瞬だけ工藤の動きが止まった。目がわずかに焦点を取り戻した。俺は…その瞬間だった。遠藤が一歩踏み込んだ。迷いは一切なかった。バチンと乾いた音が家の中に鋭く響いた。それは強いビンタだった。工藤の顔が横に揺れる。そのまま一瞬完全に動きが止まった。そして遠藤ははっきりと言い切った。戻れ！低く、だが揺るがない声だった。お前の場所はこっちだ。その言葉はただの呼びかけではなかった。ここにいるべき位置を断定する声だった。次の瞬間、工藤の体から力が一気に抜けた。
引っ張っていた力も同時にふっと消える。床に伸びていた擦れた跡もそこで途切れた。静寂が戻る。さっきまで確かにあった気配が嘘みたいに消えていた。テレビも消えている。家はただの古い家に戻っていた。さあ、行くぞ。遠藤が言った。俺はうなずき、崩れた工藤の体を支えながら玄関へと向かった。誰も振り返らなかった。外に出た瞬間、空気が一気に軽くなった気がした。さっきまでまとわりついていた重さがスッと消えている。車に戻り、エンジンをかける。ライトがつき、現実が戻ってきた。そのまま峠道を降り始めた。そしてしばらくすると、後部座席から小さな声がした。何だったんだ、今の。振り返ると、工藤が目をこすりながら起き上がっていた。覚えてるのか？俺が聞くと、工藤は少し考えてから首を振った。いやー、途中から変な感じで、よくわかんねえ。それ以上は思い出せないらしい。家族だな。前を見たまま、遠藤がぽつりと言った。は？足りない家族を戻そうとしていたんだ。淡々とした説明だったが、妙に納得できてしまう。戻すって？誰かが一人欠けたまま終わっているんだ。そして少し間を置いてから、だから近くにいるやつで埋めようとするんだ。俺は何も言えなかった。思い返せばあの時、ほんの一瞬だけ自分が母親として呼ばれている気がしていた。じゃあさ、後ろから工藤が言う。結局完成しなかったってこと？その問いに遠藤は少しだけ考えてから答えた。ああ、未完成のままだ。車はそのまま峠を下っていく。遠くに街の明かりが見えてきた。やっと終わった。そう思ったその時だった。遠藤がほんの少しだけ間を置いてからこう言ったんだ。だから助かった。その一言で全てがつながった気がした。テーブルに並んでいた三つの皿、消されていた一人分の絵、そしてあの足りないという言葉。もしあの時家の中でもう一人分が揃っていたら、もし俺が振り返ってあの声に応えていたら、考えたくもない想像が浮かびかけて、俺は無意識に窓の外へ視線を逃した。暗い峠道はもう後ろに遠ざかっていた。俺がそのマッチングアプリを入れたのはただの暇つぶしだった。仕事が終わって帰るだけの毎日、誰とも深く関わらないまま時間が過ぎていくのが少しだけ気になっていた。だから軽い気持ちで始めたんだ。登録をして何人かとやり取りをして会わなければ終わる。そんな繰り返しになると思っていたし、それで十分だった。最初の数日は本当にどうでもよかった。名前も顔も覚えていない相手と短いやり取りをして終わる。画面の中でだけ誰かとつながってすぐに切れる。それだけのもの。ただ夜になると無意識にアプリを開くようになっていた。ベッドに寝転がって親指で画面を流す。知らない誰かのプロフィールをただ眺めるだけの時間。その日も同じだったはずだった。画面をスクロールしていたとき、ふと指が止まった。一番上に見慣れない表示が出ていた。
おすすめ度 100%。一瞬意味がわからなかった。このアプリ、どれだけ相性が良くても80とか、そのくらいしか見たことがないんだ。100% なんて極端すぎる。だけど俺は気になってタップをした。表示されたプロフィール、同い年の女性。写真は自然体で、どこにでもいそうな雰囲気。作り込んだ感じがないのになぜか目に残る顔だった。その子の名前は相沢美咲。その時はただそれだけだった。違和感に気づいたのはプロフィールを読み進めてからだ。地元が同じ、よく使う路線も同じ、学生時代に通っていたエリアも近い。ここまでは偶然でもあり得る。でもその先が妙だった。好きな音楽、休日の過ごし方、苦手な食べ物。内容が似ているだけではない。選び方が似ている。例えば、有名なものの中でも少し外したものを挙げていたり、わざわざ細かく言い換えていたり、それが自分の癖に近かった。文章の書き方もそうだ。短く区切るところ、余計な説明を省く感じ。読んでいて、ふとした瞬間に思った。これ、自分が書いたみたいだなって。だけどすぐに打ち消した。そんなわけがない。でも一度そう思うと、そこから離れなくなる。気味が悪いのに画面を閉じれなかった。むしろ、もっと確かめたくなったんだ。俺は気づいたら、いいねを押していた。理由はわからない。ただ見ているのをやめたくなかったんだ。そして数分後、通知が来た。マッチング成立。だけど早すぎると思った。まだ相手はアプリを開いていたのか、それともずっと見ていたのか。そのままメッセージ画面を開く。するとすでに一通届いていた。短い一文。やっと見つけた。それだけだった。だけど普通なら引っかかる言い方だと思う。でもその時の俺は、なぜかそれを自然に受け入れていたんだ。むしろ、どこか納得しているような感覚すらあった。少し迷って返信しようとした。でも何を書けばいいのかわからなかった。そして結局、俺はそのままアプリを閉じた。その日はそれで終わりだった。なのに布団に入って目を閉じても頭の中から離れない。相沢美咲という名前、プロフィールの細かい内容、写真の背景までやけにはっきりと思い出せる。まるで何度も見たことがあるみたいに。寝返りを打つ。するとふと気づいた。俺はあの人のことを何も知らない。聞いていない。会話もしていない。それなのにどうしてこんなに知っている気がするのか。その違和感に気づいた瞬間、ポケットの中でスマホが震えた。こんな時間に。俺は嫌な予感がして画面を見る。アプリの通知、新着メッセージ。俺はそれをゆっくりと開いた。まだ起きてるよね。俺は一瞬時間の感覚が狂った。時計を見る。深夜2時過ぎ。返信なんてしていない。オンライン表示も切っている。それなのにどうしてわかるんだ。部屋の中は静かだった。外の音もほとんど聞こえない。その静けさの中で自分の呼吸だけがやけに大きく感じた。視線が無意識に部屋の中をなぞる。玄関、窓、カーテン、全部閉まっている。誰もいない。それでもどこかから見られている感じだけが消えなかった。もう一度スマホを見る。新しいメッセージが追加されていた。静かだね。その一文を見た瞬間、背中にはっきりとした寒気が走った。
静かだね。ただの言葉のはずなのに意味が違って聞こえた。まるでどこかから実際に見て言っているみたいに。俺はすぐにアプリを閉じた。スマホの画面を伏せる。考えすぎだと自分に言い聞かせた。深夜だし、たまたまタイミングが重なっただけ。そんなこといくらでもある。俺はそう思って無理やり目を閉じた。でも眠れなかったんだ。頭のどこかでずっと引っかかっている。やっと見つけた。まだ起きてるよね。静かだね。どれも短いのに妙に具体的で逃げ場がない。気づけば朝になっていた。俺はほとんど眠れないまま仕事に向かった。通勤中、何度もスマホを確認した。あれから新しいメッセージは来ていない。それなのに安心できなかった。むしろ来ていないことの方が不気味だったんだ。そして昼休み、俺は何気なくアプリを開いてみた。すると相沢美咲のプロフィールが更新されていたんだ。昨日とほとんど同じ。でも細かい部分が変わっているんだ。好きな映画の欄。そこに書かれていたタイトルが昨日見た動画と同じだった。投稿したわけじゃない。これは誰にも話していない。ただ家で一人で見ていただけ。俺はスクロールする。他の項目も微妙に変わっている。休日の過ごし方、最近ハマっているもの、どれも今の自分に寄ってきている。偶然では説明できない。そこで俺は初めて自分の SNS を確認した。鍵はかけていない。過去の投稿を遡る。写真、位置情報、何気ない一言。思っていたよりも細かく残っている。時間帯も場所も全部。辿ろうと思えば辿れる。嫌な想像が現実味を帯びる。その時スマホが震えた。メッセージが届いた。今日の帰り道、コンビニ寄るでしょ。俺は息が止まった。その予定は確かにあった。でも誰にも言っていない。自分の中で決めていただけだ。俺は反射的にアプリを閉じた。その日は予定を全部変えることにした。寄り道をせず、まっすぐ帰る。人通りの多い道を選んで、何度も後ろを確認しながら歩いた。誰もついてきていない。それでも安心できなかった。部屋に入り、鍵をかける。チェーンもかけた。そしてカーテンも閉める。一つ一つを確認して、ようやく息をついた。その時スマホが震えた。見なくてもわかる。ゆっくりと画面を開いた。帰ったんだ。短い一文。それだけで体の奥が冷えた。窓の外を見る。だけど暗いだけで何も見えない。でも見られている感じだけがはっきりと残る。それからの数日は同じことの繰り返しだった。プロフィールは更新され続ける。自分の生活に合わせて少しずつ変わる。メッセージは必要最低限。でも全部が確信をついてくる。家を出る時間、帰る時間、部屋で何をしているのか。どこまで知っているのかわからない。そしてその範囲が少しずつ広がっていく。そしてある夜、決定的なことが起きた。シャワーを浴びて部屋に戻った時だ。スマホに通知が来ていた。アプリのメッセージ。そのシャンプー、匂い強いよね。その瞬間全身の血が引いた。さっきまで使っていたものだ。最近変えたばかりで誰にも言っていない。というより、部屋の中にいないとわからない情報だった。ゆっくりと視線が動く。部屋の中、誰もいない。窓はもちろん閉まっている。鍵もかけた。なのに確実に
内側の情報を知られている。その時にふと気づいた。玄関の方、違和感。足音を殺して近づいてみた。ドアの前で止まる。ゆっくりと下を見た。ドアポスト、わずかに開いているんだ。普段は閉まっているはずの隙間、そこから冷たい空気が入ってきている。その隙間の奥、暗闇、何も見えない。でも確実に誰かがそこにいた気配が残っている。俺は後ずさった。心臓の音がうるさい。その時ポストの隙間から何かが落ちた。乾いた音、床に小さな紙片。俺はそれを震える手で拾った。折りたたまれていた。開く。中に書かれていたのは見慣れた文字。それは自分の字によく似ている。でも微妙に違う。そこに書かれていたのはたった一行。やっとここまでわかったね。その瞬間スマホが鳴った。通知。見なくてもわかる。だけど見てしまう。画面にはまた新しいメッセージ。次はちゃんと会おうか。その一文の意味を考えたとき、玄関の向こうで小さく何かが擦れる音がした。一度だけではない、ゆっくりと確かめるように、ドアの表面をなぞるような小さな音。呼吸が止まり、体が動かない。視線だけが玄関に固定される。もう一度音がする。今度は少しだけ強く。そこにいる。そう確信した瞬間、スマホが震えた。画面を見る。新しいメッセージ。そこにいるよ。喉がひりついた。分かっていることをわざわざ言葉にされる怖さ。逃げなきゃいけない。頭では分かっているのに足が動かなかった。その時ドアノブがゆっくりと下がった。音はしない。ただ確実に動いている。鍵はかけたはずだった。チェーンも。なのにわずかにドアが開いたんだ。ほんの数センチ。暗い隙間。そこから誰かが覗いているんだ。目だけが見えた。モニター越しではない生の視線。はっきりとこっちを見ている。一瞬時間が止まったように感じた。そのままゆっくりとドアが閉まる。カチッと小さな音。完全に閉じた。それは何もなかったみたいに。数秒遅れて体が動いた。一気に玄関へと走る。ドアに手をかける。もちろん鍵はかかっている。チェーンもそのまま。だけど俺に開ける勇気はなかった。その場に立ち尽くす。心臓の音だけがうるさい。その時またスマホが震えた。今の見たでしょ？指先が震える。続けてもう一通。ちゃんと現実であったね。その言葉ではっきりとした。これはただのネットのやりとりではない。もうとっくに現実に来ている。俺は後ずさる。距離を取りたいのに部屋は狭い。どこにも逃げ場なんてなかった。その時に気づいた。ベランダのカーテン。わずかに揺れているんだ。閉めたはずなのに。俺はゆっくりと近づき手を伸ばす。カーテンを開ける。誰もいない。そのはずだったんだ。でも手すりに何かが引っかかっている。長くて黒い髪の毛。風もないのにわずかに揺れている。その瞬間背後で音がした。振り返る。玄関の方。さっきまで閉まっていたはずのドアが今度ははっきりと開いていたんだ。音なんて聞こえなかった。そしてそこに立っている。相沢美咲。写真と同じ顔。でも画面越しではない分、細部まで分かった。服装も違う。もっと普通で現実的で、
どこにでもいそうな格好。だからこそ余計に現実だった。その子はゆっくりと部屋に入ってくる。ドアを閉め、カチッと鍵の音。そいつは内側からかけたんだ。俺は完全に閉じ込められた。声も出ないし、体も動かない。ただ近づいてくるのを見ているしかなかった。数歩手前で止まった。距離はもうほとんどない。そこで初めてはっきりと顔を見た。笑っているわけではない。でもどこか満足そうだった。ね、合ってたでしょ？声は普通だった。落ち着いていて柔らかい。だから余計に異常だったんだ。好きなものも生活も全部。一歩近づく。全部調べたんだから。その言葉に現実が確定した。この女は偶然じゃない。全部意図的に作ってきたんだ。俺に合わせて、俺を調べて、俺に近づくために。その時スマホが震えた。画面を見るとアプリが開いている。そして新しい通知。おすすめ度 100%。表示されているのは相沢美咲。そしてその下に小さく追加された一文。距離0メートル。視線を上げるともう目の前にいた。手が伸びる。俺は逃げようとした。でも掴まれた。強くないのに外せない。ね、これでわかった？耳元で静かに言われた。ちゃんと 100% にした意味。言葉が頭の中に残る。理解してしまった。100% は相性なんかじゃなかったんだ。逃げられない距離まで詰めたって意味なんだ。その瞬間体の力が抜けた。抵抗する気力が消える。俺に最初から選択肢なんてなかったんだ。するとゆっくりとスマホの画面がまた変わった。新しい通知。おすすめ度 97% の相手が見つかりました。別の名前、知らない誰か。でもそのプロフィールの一部に見覚えのある言葉がある。それは自分が昔書いた文章。消したはずの投稿。誰にも見せていないはずの内容。だがそこにあるんだ。安心して。相沢美咲の声、すぐ近くで聞こえた。ちゃんと残してるから。意味がわからなかった。いや、わかりたくなかった。次の人にも必要でしょ？その一言で全部つながった。この女は一人で終わらない。俺の情報も生活も癖も全部次の誰かに使われる。同じように近づくために、同じように 100% にするために。スマホの画面には新しい相手のプロフィールが表示されたまま、そのおすすめ度がゆっくりと上がっていく。97%、98%、99%。その横で相沢美咲が静かに笑った。ね、すぐだよ。100% になった瞬間、画面が軽く震えた。それからどれくらい経ったのかわからない。気づいたとき、部屋は元通りだった。ドアは閉まっている。鍵もかかっている。誰もいない。スマホだけが手の中にある。画面にはあのアプリ。何も変わっていないように見える。ただ一つだけ通知が残っていた。マッチングしました。相手の名前は知らないものだった。でもプロフィールを開いた瞬間、はっきりと分かった。その中に自分の生活が混ざっている。俺はアプリを閉じる。アンインストールしようとしたんだ。だけど指が止まる。
意味がないと分かってしまっているんだ。もう外に出てしまっている。データも、情報も全部。それでも画面を閉じた。その直後にスマホが震えた。見なくてもわかる。それでも見てしまったんだ。最後のメッセージを。まだ途中だから。その一文の意味を考えたとき、玄関の向こうでまたあの擦れる音がした。俺は夜の道でヒッチハイカーを探している。善意ではない。ああいうのは向こうから車に乗ってくるから楽なんだ。行き先を聞いて少し話をして安心させてやればいい。あとはこっちの好きにできる。昔はそれがもっと簡単だった。少し減速をして声をかければ疑いもせず助手席に座る奴がいたし、ああいう何も知らない顔を見るのが割と好きだったんだ。けど今はどうだ。何時間走っても人影一つ見えない。みんな賢くなったのか、それとも臆病になったのか。どっちでもいいが、俺にとっては退屈でしかなかった。だけど俺はそれでもやめられなかった。夜になると気づけば車に乗っている。まだどこかにいるはずなんだ。道の端で誰かの車を待っている奴が。だから俺は同じ道を何度も走る。あの村へ続く道を。ヘッドライトに照らされたアスファルトは白く浮いていて、その先はすぐ闇に沈み、ガードレールの外がどうなっているかもわからないまま黒く続いている。遠くでカラスが鳴いて、縁起でもねえなぁ、と小さくつぶやいたとき、視界の端に人影が引っかかった。俺は一瞬見間違いかとも思ったが、もう一度見ると、霧の中に女が立っている。黒い髪が肩のあたりで揺れていて、片手を上げているが、その仕草には焦りも必死さもなく、ただそこにいるだけみたいに見えた。思わず俺の口の端が上がる。いたじゃねえか。そのまま俺はブレーキを踏み、車をゆっくりと寄せると、女は逃げるでもなく、同じ速度で近づいてきた。近くで見ると、拍子抜けするほど普通だった。髪も服も汚れてない。どこにでもいそうな女。こんな時間に珍しいな。俺がそう言って窓を下げて声をかけると、女は少しだけ首を傾ける。そう？いや、そうだろ。普通こんなところで立ってないって。俺が軽く笑って言うと、女は少し考えるように間を空けてから、立っていたら誰か来ると思った。そう言うんだ。じゃあ、今来たな。俺がそう返すと、女はほんの少しだけこちらを見て、うん、とうなずいた。そのやりとりが妙に噛み合っているようで、どこかずれている感じが残った。それで、どこまで行く？女はすぐには答えず、一度暗い道の奥の方を見てから、村まで、と口にした。村？この先のか？うん。いや、でもあそこ何もないぞ。少し笑いながら言うと、知ってるよ、と短く帰ってきた。え？知ってて行くのか？だって、帰るだけだもん。その言い方にわずかに引っかかるものがあった。帰るって、誰もいないだろう。そう言うと女は少し間を置いてから、あるよ、と言った。同じ言葉なのにさっきより静かで、妙に耳に残った。まあいいや、乗るか？そう言うと女、マキは小さくうなずいて助手席に乗り込んできた。ドアが閉まる音がやけに軽く響き、そのまま車を出しながら横目で様子を見るが、
やはりどこもおかしくない。髪も服もきれいなまま、最初に見た時と何も変わらなかった。この辺来たことあるのか？俺が何気なく聞くと、マキは窓の外を見たまま、何度も、と答えた。何度も？一人でか？俺が少し笑いながら返すと、マキはわずかに間を置いてから、連れてこられたの、と言った。その一言で空気が少しだけ沈んだ。ふーん。俺はそれ以上は聞かず、ハンドルを握り直した。エンジン音とタイヤの音だけが車内に残り、マキは相変わらず外を見続けているが、その視線は妙に正確で、まだ行っていない分岐を知っているみたいに先を追っていたんだ。ナビいらねえな。俺が冗談っぽく言うと、マキは少しだけこちらを見て、もうすぐ、とだけ言った。え？何が？わかるよ。それだけ言ってまた外を見る。そして俺はそのままあの村へ続く道に入った。そしてふと視線が落ちた。助手席の足元、マキの靴の先に黒い土がついている。俺は一瞬思考が止まった。乗せた時には確かになかったはずだ。見間違いではない。なのに今は湿った土がこびりついている。その土、どっかで踏んだ？なんでもないふりで聞くと、マキは少しだけこちらを見てから、それから自分の足元を見るでもなく、ううん、と首を横に振った。最初から。そう言ってまた外を見た。まるで本当に最初からそうだったみたいに。最初から、そう言われた後もしばらく何も言えなかった。最初からなわけがない。俺は乗せるときちゃんと見ている。靴の先まで無意識に確認しているんだ。そういうのは癖みたいなもんだ。それなのに今は黒い土がはっきりとこびりついている。そうか。俺はとりあえずそれだけ返しておいた。それ以上突っ込むのも面倒だったし、どうせ賛同だ。どこかで踏んだだけかもしれないと自分に言い聞かせた。そういうことにしておいた方が俺にとっても都合がいい。車はそのまま進んでいく。さっきよりも道は細くなり、ガードレールの途切れた場所が増えて、ヘッドライトの先に映る景色もどこか歪んで見えた。マキは相変わらず外を見ている。この辺り変わったなぁ。俺が何気なく言うと、マキは少しだけ首を傾けた。そう？この道はもっと広かった気がするけどな。昔はね。その言い方がまた引っかかった。昔っていつの話だよ。俺が軽く笑いながら聞くと、マキは少し考えるように間を置いて、人がいた頃、そう答えた。その一言で車内の空気がわずかに重くなった。今はいないみたいな、そんな言い方だな。いないよ。即答だった。さっきはあるよ、と言っていたくせに、今はいないという。話が噛み合っていない。じゃあ、何しに帰るんだよ。少しだけ踏み込んで聞いてみた。マキは外を見たまま答える。残ってるから。何が？そのまま。意味がわからなかった。いや、それ答えになってないだろ。俺がそう言うと、マキは少しだけこちらを見た。その目がさっきよりも暗く見えた気がした。すぐわかる。またそれだった。それ以上は何も言わない。会話が続かないわけではない。続けようと思えばできるのに、どこかで止まるんだ。まるで、これ以上俺と話す必要がないみたいに。気味が悪い。俺は視線をそらそうとして、
ふとまた足元が気になった。さっきの土、もう一度確認する。靴の先だけじゃない。さっきよりも広がっている。黒い土が靴の側面までついてて、乾いているどころか湿って重そうに見えた。おかしい。さっきより増えているんだ。なあ。俺は思わず声をかけた。その靴、さっきより汚れてないか？マキは自分の足元を見ないまま答えた。そいや、さっきそんなについてなかったろ。気づかなかっただけじゃない？軽く言われた。いや、さすがにわかるって。俺はそう言いながらも言い切れない自分がいる。本当に見落としていただけかもしれない。そう思いたいだけかもしれない。マキは何も気にしない様子で外を見続けている。俺はその横顔を見て違和感がまた一つ増えた。髪の毛。さっきは気づかなかったが、よく見ると毛先のあたりに何かが絡んでいる。細かい黒い粒。石か土か。なあ。俺はもう一度声をかけた。髪になんかついてるぞ。マキは少しだけ首を傾けた。え？どこ？その毛先のあたり。俺がそう言うと、マキは指で軽く髪を触る。だが何も取れない。何もないよ。そう言ってまた手を戻した。だが俺には見えているんだ。確かにある。小さな石みたいなものが髪の間にいくつも引っかかっている。さっきまではあんなものはなかった。間違いない。いや、ついてるって。俺が少し強めに言うと、マキはまたこちらを見た。そしてその目がさっきよりも近く感じた。これが見えるの？俺はそう聞かれて一瞬言葉に詰まった。は？見えてるんだ。意味がわからない。いや、普通に見えるだろ。俺がそう言い返すと、マキはほんの少しだけ笑った気がした。そっか。それだけ言ってまた前を向く。その反応が妙に気持ちが悪い。まるで確認されたみたいだった。何をとは言えないが。そして車はさらに奥へと進んでいく。道はほとんど舗装が剥がれていて、タイヤが小さく跳ねるたびに車内に細かい振動が伝わった。辺りは完全に山の中だった。街の明かりなんてとっくに見えない。その時ナビが小さく音を立てる。画面に目をやった。表示されている道がおかしいんだ。今走っているはずの道が途中で途切れている。その先がない。え？俺は思わず声が出た。壊れたのかと思って操作するが反応はある。ただ道が表示されていない。代わりに見慣れない地名が浮かんでいる。今は使われていない古い呼び方だ。なあ。声が少し低くなる。この辺り、こんな名前だったか。マキは画面を見ようともせずに答えた。そうだよ。いや、違うだろう。今は。俺は言いかけて止まった。今は、じゃない。それは昔の名前だ。村がまだあった頃の。なんで知ってんの？自然とそう口に出ていた。そしてマキはゆっくりとこちらを見る。そして静かになった。だって、そこにいたから。その一言で背中に冷たいものが走った。何が？マキは少しだけ首を傾けて、あなたもいたでしょ？と言った。呼吸が止まる。この道何度も通ってた。マキの声は
さっきと同じ静かなままなのに、妙に近く聞こえた。夜の方が好きだったよね。誰もいないから。心臓が大きくなった。ここ。マキが前を指す。好きだったんでしょ？その言葉で俺は思い出してしまった。あの場所。誰も来ない。声も届かない。逃げ場のないあの村を。もうすぐだよ。マキが静かに言った。その口元に黒いものが見えた。土だ。歯の間にこびりついている。そしてマキは続けた。埋めた場所。埋めた場所。その言葉が落ちた瞬間、頭の奥で何かが弾けた。思い出したくもない光景が勝手に浮かび上がる。暗い村の奥、崩れかけた家、足場の悪い土の地面。あの時も夜だった。声は途中から聞かないようにして、俺は動かなくなってからまとめて土をかけた。何人だったのかはもう覚えてない。覚える必要もなかった。そのはずだった。何の話だよ。俺はとぼけるように言うが、ハンドルを握る手は汗で滑っている。そしてマキはこっちを見ていた。さっきまで外を見ていたはずなのに、いつの間にかずっとこちらを見ている。ここだよ。静かに言った。顔は変わらない。変わらないはずなのに違うんだ。髪の間に石が増えている。さっきよりも明らかに多い。細かい砂と小さな石が絡みついて、まるで地面から引きずり出してきたみたいになっている。やめろよ。ふざけんなよ。俺はアクセルを踏んだ。だが車が加速しない。エンジンの音はしているのに前に進まないんだ。タイヤが空回りしているような嫌な感触だけが伝わってくる。なんだよこれ。俺は焦ってブレーキを踏み、ギアを入れ直した。反応はあるのに動かない。その間にもマキはずっとこちらを見ている。その口元、歯の間に黒い土が詰まっている。それはさっきよりもはっきりと。ここ好きだったでしょ？その言い方は確認ではない。分かっていて言っているんだ。誰も来ないから。やめろよ。声も届かないから。やめろって言ってんだろ。俺は叫んだ。その瞬間エンジンの音がふっと消えた。完全な静寂。耳鳴りみたいな音だけが残る。俺は外を見た。霧の向こうに村が見えている。崩れた家、傾いた柱、黒く抜けた窓。全部覚えてる。何度も来た場所だ。着いたね。マキが言った。その声がすぐ横ではなくて、もっと近いところから聞こえた気がした。俺は振り向いた。近い。さっきより距離が近い。いつの間にか体をこちらに寄せている。その髪から土が落ちた。パラパラっと膝の上に落ちてくる。なあ、お前誰だよ。分かっているくせに聞いてしまった。マキは少しだけ首を傾けた。わからないの？その目が暗い。何人目？俺は心臓が止まりそうになった。ねえ、思い出せないの？その瞬間、後ろで音がした。ギシッと。俺はゆっくりと振り向いた。後部座席、暗くてよく見えない。だけどいる。誰かがいるんだ。そして一人じゃない。複数の気配が重なっている。嘘だろ。俺はドアに手を伸ばした。だけど開かない。ロックは解除されているのにびくともしなかったんだ。窓も同じだ。押しても引いても動かない。
開けろ。俺は叩いた。何度も叩く。だが外は何も変わらない。霧が揺れているだけだった。ねえ。そしてすぐ横で声がした。マキがすぐ隣にいる。さっきよりさらに近い。私だけじゃないよ。その言葉と同時に、後ろの気配が一気に濃くなった。息、髪、何かが擦れる音。複数の何かが確実に車の中にいる。やめてくれ。体は動かなかった。逃げようとしているのに足に力が入らないんだ。今度はあなた。マキの手が伸びる。冷たい。土の感触が混じっている。置いていく番。その瞬間視界が揺れた。引っ張られる。俺は引っ張られた。シートから無理やり引き剥がされる。やめてくれ。叫んだけれど声が途中で途切れた。外だ。地面に引きずり出される。土の匂い、湿った冷たさ。そして何かが足に絡みつく。手が、腕が何本も伸びてくる。掴まれて引かれる。沈む。そして暗い。何も見えなくなった。ただ声だけが近い。いくつにも重なって。だけど最後まで聞き取れなかった。それからしばらくして、あの道でまたヒッチハイカーを見たという話が出るようになった。夜中霧の中に立っている女。黒い髪で静かに手を挙げている。行き先はもう決まっているんだ。あの村だ。ただ最近は一人じゃないらしい。これは俺が昔、ゴールデンウィークに友人と別荘に行った時の話なんだ。メンバーは、俊介、亮、修一、それと俺の4人。俊介の家が山の中に別荘を持ってて、ゴールデンウィークは毎年そこに集まって、酒を飲むのが恒例だったんだよ。昼に着いてさ、外でバーベキューをして、まだ明るいうちからずっと酒を飲んでて、ゴールデンウィークだ、酒だとか言って、ほんとバカみたいに騒いでた。それで夕方くらいになって、ずっと飲んでるのも飽きてきてさ、近くにある湖があるから釣りに行こうって話になったんだ。別荘から湖までは歩いて10分くらいだったかな。山道を下っていくと急に視界が開けて湖が見えるんだよ。山の中の湖ってなんか変に静かなんだよな。風の音と水の音しか聞こえないんだ。俺たちは湖の手前の開けたところに座って釣りを始めたんだけど、それが全然釣れなくて。亮は途中から石を投げて遊んでるし、修一は椅子に座ったまま寝てるし、俊介はずっと湖見てるし、俺も途中からほとんど釣りなんかしてなかった。それで、ボケーっと湖の奥の方を見てたら、赤い橋が見えたんだよ。古い橋で人が歩いて渡るだけの小さい橋。車は通れないやつ。で、その橋の手前のところに人が一人立ってたんだ。最初は釣りをしてる人かなって思った。でもその人、全然動かないんだよ。ただ立ってこっちを見てるだけ。俺が、あそこに人いない？って言ったら、俊介も、あ、ほんとだって気づいてさ。そしたら亮がふざけて、その人に向かって手を振ったんだよ。そしたらさ、向こうのやつも手を振り返してきたんだ。でも、ちょっと変だったんだよな。距離はかなり遠いのに、やけに動きがはっきりと見えたのと、亮が手を振ったのと全く同じタイミング、同じ動きだったんだ。なんていうか、振り返してるっていうより、
同じ動きをしてるって感じだった。その時は別に気にしてなかった。酒も入っていたし、愛想いい人だな、くらいにしか思ってなかったんだよ。それで暗くなる前に別荘戻って、夜はまた部屋で酒を飲んでた。山の中の夜って本当に暗いんだよ。窓の外は真っ暗で何も見えないんだ。4人で酒を飲みながらどうでもいい話をして、どれくらい時間が経ったかな。多分夜の10時とかそのくらいだったと思う。その時外から声がしたんだ。おーいって。男の声。最初は近くの別荘の人かなと思った。でもその声はどっかで聞いたことがある声だったんだよ。そしてちょっとしてまた聞こえたんだ。おーい、釣れたか？それを聞いた瞬間、ちょっとゾッとした。昼間湖で釣りをしていた時、亮が全く同じことを言ってたんだよ。それも全く同じ言い方で。その時俊介が思い出したみたいに言った。この湖と赤い橋な、昔から呼ぶやつが出るって言われてるんだよ。知ってるやつの声で呼んでくるんだってさ。返事をしたり、探しに行ったやつが落ちたりいなくなったりするんだって。冗談みたいな話だったけど、外は真っ暗だし、さっきの声も気味が悪くて、その時はちょっとだけみんな静かになったんだ。でも酒も入ってるしさ、亮が、じゃあ、肝試しに行こうぜって言い出して、結局懐中電灯を持って、昼間に見えたあの赤い橋まで行くことになったんだ。参道は真っ暗でさ、懐中電灯で照らしているところしか見えないんだよ。湖の横の道を歩いているとき、風もないのに湖の水面だけ、時々、パシャッ、パシャッって音がしてたんだ。誰かが手で水を叩いているみたいな音。それで橋が見えてきて、俺たちはそのまま赤い橋を渡ったんだ。橋の真ん中あたりまで来たとき、また水の音がした。それはすぐ真下で、パシャって。それでなんとなく気になって、俺は橋の手すりから下を覗いたんだよ。懐中電灯で水の中を照らしたんだ。だけど最初は何も見えなかった。でも少し奥の方を照らしたとき、白いものが見えたんだ。最初はビニール袋かなと思って、もうちょっとよく見ようとして光をそこに合わせたんだ。そしたらわかった。それは顔だったんだ。水の中に男の顔があって、こっちを見てたんだ。最初自分でも何を見ているのかわからなくてさ、しばらくは動けなかったんだ。水面に浮いてるんじゃないんだ。もうちょっと下、水の中から上を見ている顔。懐中電灯の光の中に白い顔がぼーっと浮かんでて、それがこっちを見てたんだ。俺は思わず、うわっって声を出して後ろに下がったんだ。そしたら亮が、どうしたって来て、俺は下に顔があるって言ったんだよ。亮は冗談だと思って笑いながら覗いていたんだけど、数秒して何も言わなくなった。それから小さい声で、本当だって言ったんだ。その声で俊介と修一も覗きに来た。でもその時にはもう何もいなかった。水面が少し揺れているだけだった。しばらくみんな何も言わなかった。周りもめちゃくちゃ静かでさ、風の音も虫の音も何も聞こえないんだよ。聞こえるのは水の音だけ。パシャ、パシャッと誰かが水面を手で叩いているみたいな音。俊介が、もう戻ろうって言って、俺たちは橋を引き返すことにしたんだ。するとその時、後ろの方から声がした。修一？はっきりと聞こえた。修一の名前。みんな止まったけど、
誰も振り向かなかった。別荘で聞いていた話をみんな思い出していたんだと思う。少しして今度は前の方から、りょうって声。次は湖の方から、俊介。最後は俺のすぐ後ろで、おいって声がした。すぐ後ろ。ほんと耳のすぐ後ろ。でも足音は聞こえてないんだよ。俺たち4人しかいないはずなのに。その時横にいた修一が小さく、えって言ったんだ。次の瞬間橋の上で足音が一つ鳴って、その直後、ドボンってでっかい音がしたんだ。俺たちはすぐ橋の下を覗いた。懐中電灯で水面を照らしたら、水がぐちゃぐちゃに揺れてた。俊介が何回も、修一って叫んでた。でも返事はなかったんだ。俺は必死に水の中を照らした。その時に見えた。水の中には修一の体があった。でもそれは溺れている動きではなかった。暴れてないんだ。まっすぐのまま下に引っ張られていたんだ。ゆっくり、ゆっくりと、スーって沈んでいった。それでよく見たら、修一の足と腕に手がついてた。白い手。一本じゃないんだ。何本も手があって、修一の体を掴んで、下に引っ張っていたんだ。その手の下、暗い水の中に白いものがいっぱい見えた。それは顔だった。さっき橋の下で見た顔と同じ顔が水の中にいくつもあって、それが全部上を向いていたんだ。橋の上の俺たちを見てた。俺は声が出なかった。気づいたらサイレンの音がしてて、誰かが通報して消防と警察が来てた。俺たちは橋の近くで座って待っていたけれど、誰もほとんど喋らなかった。その時近くに住んでるっていう年配の男の人が来て、湖と橋を見てこう言ったんだ。呼ばれたな。あそこは昔から事故が多いんだよ。でもな、落ちたやつ、みんな同じことを言うんだ。友達の声で呼ばれたってな。落ちたやつはな、次は呼ぶ側になるんだよ。この話を聞いたとき、昼間のことを思い出した。湖で釣りをしているとき、赤い橋のところに人が一人立ってた。亮が手を振ったら、全く同じ動きで手を振り返してきたやつ。あの時俺たち、手を振り返したんだよ。あれは多分、手を振り返していたんではないんだ。次に呼ぶやつを探していたんだ。結局その日は修一は見つからなかった。俺たちはどうしていいかわからなくて、とりあえず別荘に戻った。さっきまで酒を飲んで騒いでいた部屋に、男3人で座っているのが、なんか変な感じだったよ。誰も酒を飲まなかった。誰もテレビをつけなかった。ただただ座ってた。夜の外は真っ暗でさ、窓の外を見ても何も見えないんだよ。でもなんか湖の方は見ちゃうんだよな。朝になってもう一回だけ湖の方に行ったんだ。警察とか消防はもういなくて、湖は昨日のことが嘘みたいに静かだった。昼間釣りしていた場所まで行って、なんとなく湖を見てたら、俊介が、あれって言ったんだ。湖の奥、赤い橋のところ、また誰かが立ってたんだ。橋の手前に人が一人立ってた。動かないでずっとこっちを見てる。それを見た瞬間、あ、昨日のやつだって思ったんだ。昼間に手を振り返してきたやつ。亮が小さい声で、手を振ってみろよって言った。俺はやめろって言ったのに、亮は手を振ったんだ。そしたら向こうのやつ、また同じ動きで、同じタイミングで手を振った。
それは昨日と同じだった。でも昨日と違うところがあった。俊介がすげえ小さい声で言ったんだ。あれって、週一の服じゃないか。よく見たら橋のところに立ってるやつ、黒いパーカーを着てたんだ。週一が昨日、橋に行った時に着てたやつと全く同じ服だった。その時俺のスマホが鳴った。それは警察からだった。昨日橋から落ちた人、朝下流の方で見つかったって。俺は電話を切ってもう一回橋の方を見たら、さっきまで立っていたやつ、もういなくなってたんだ。その日の昼に俺たちは別荘を引き上げて東京戻って何日かして週一の葬式に行った。葬式の後、俊介が俺に言ったんだ。あの湖と橋な、昔からゴールデンウィークだけ事故が多いんだって。でな、落ちたやつ、次の年のゴールデンウィークになると橋のところに立ってるのが見えるらしい。釣りをしてるやつとか別荘来てるやつに手を振るんだってさ。それを聞いて俺はちょっと嫌なことを思い出したんだ。去年別荘来た時の写真、みんなでバーベキューしている写真。その写真の後ろに湖が映っているんだけどさ、湖の奥の赤い橋のところに人が一人立っているのが映ってた。その時は、あ、誰かいるな、くらいにしか思わなかった。でも今見るとわかる。その人、黒いパーカー着てたんだよ。週一が橋から落ちた時に着てたやつと全く同じやつ。多分あそこ、毎年いるんだよ。ゴールデンウィークになると、あの橋のところに立って釣りをしているやつとか別荘来たやつに手を振るんだ。それで手を振り返したやつとか、名前呼ばれて返事したやつとか、橋の下を覗いたやつとか、そういうやつが落ちるんだと思う。後から思い出したんだけどさ、週一、昼間に橋のやつに手を振り返していたんだよ。橋の下も覗いてた。名前呼ばれたとき、え？って返事もしてた。今思うとあいつだけ全部やってたんだよな。多分ああいうのは一人連れて行くまで帰らないんだと思う。だから、もしこれからゴールデンウィークに山の別荘とか湖とか釣りとかに行くやつがいたら覚えておいた方がいい。知らないやつが手を振ってきても絶対に振り返すな。夜名前を呼ばれても返事はするな。そして橋の下を覗くな。ああいうのは人ではない。あれは次に落ちるやつを探しているだけだから。そういえばさ、今年のゴールデンウィーク、またみんなであの別荘に行こうって話が出てるんだよ。人数が足りないからさ。